はーい、こんにゃらでーす。あれ、ゲームつけたのに落ちてるかと思って。びっくりした。はい、雑業ね。ヨラドゥイッシュ。ついに、100、たっちゃんさんも100日ありがとう。ありがとう。ちょっと声が今日も終わっちる。今日も終わってんですよ。声が出ない。ちなみに今日はあったかいです。ました。あったかい空気出ます。今月の電気代怖いです。電気代恐ろしめ。電気代怖い。マジで怖い。ほんとリアルガチで5万とか言ってんじゃないかと思う。2、3万は軽く言ってそう。よし、じゃあペルソナ。PC ちゃんとシャットダウンお願いします。いや違うんだよ。これがね、結構割とね、なんだろう。寝てる時間とかもね、パソコン使ってんだよね。処理してるとかね。だからね、これね、落とすタイミングがマジでないんだよね。これ本当に今死活問題な。でもね、PC つけっぱで、アラームやめてね。PC つけっぱよりもね、エアコンあったかい空気出してるエアコンの電気の方がガチででかいと思う。ちょっと今日は眠たいんだよね。ちょっと怪しい。やってたら眠たくなっちゃうかもしれない。ちょっと元気にやっていきたいと思うぜ。本当に一瞬だけでも変わるらしい。知らんけど、落とすのマジそうなん。ということでですね、前回の続きでございまして、ようやくですね、第2のパレスに行きました。で、第2のパレスをクリアしていくぞみたいな感じになってて、やるじゃねえか。あのそう、進めていくんだけど、多分、なんかいろいろ夜進めたらなんか話が進んじゃいそうだったから、やってないっていう感じなんだけど、待って、本読むかな。夜、何かしらでイベントやったら進んじゃいそうだったよな。戸締まり頼んだぞ。で、大体そのパレス行ってる日とかの夜は、コープ、ペルソナの協力してくれる人たちとの出会いとか、だから出来事とかもできないから、本読んだりとかね、なんかそういう風にパラメーターを極めていく感じだね。コーヒー作ってもいいんだけどね。イントネーション合ってる？コーヒー、コーヒー、コーヒー、合ってる？どっちわかんないんだよね。コーヒーを作ったりとかして、SP 結構使うから、やってもいいんだけど、でも、宗次郎の、なんか、なんつうの有効度もなんか良さそうだから、いいか、みたいな。パソコン落とせたら私も落としたいんだけどね。バロラントやる前とかはね、結構再起動してたりする。よし、無心で見つめろ。やがて答え見えてきますと書いてある。なんか、修行僧向けに、修行僧に向けた、喋れない。修行僧に向けた言葉みたいだな。読み終わった本。心が落ち着く片付け法を読み終わったのか。クージャスさん、グッドイブニング。累計で4ヶ月サブスクありがとう、クージャスさん。今年じゃなかった。今月もよろしくお願いいたします。ありがとう、クージャスさん。はい、クージャスさん。昨日、ダンスの練習お疲れさん。そうだ、クージャンさんで思い出した。翻訳だけ入れようと思ってんだ。ちょっとごめん。裏行きます。音ちょっと出ません今。ちょっと裏行きます。なるよ、なるだろう。いいか。涙出そう。涙出そうだった。
よし。出ませんでした。くしゃみ出ない代わりにあくび出ました。謎現象発生しました。自分の心に問いかける掃除、そんな考え方もあるんだな。本を通じて物事を要領よく考える力に身についたみたいだなということで、本をね読み終えたらね、結構パラメータパンって上がるんだよね。器用さが上がった感じ。いい感じ。フライデー。うつだわ。今日バイト行きたくねえ。バイトってセントラル街の牛丼だろ。給料いいって張り切ってたらどうしたの？確かに給料はそこそこだけど、夜スタッフ俺だけなんだぜ。あの情報誌、何がアットホームな職場で俺も辞めちまうか。だいたいアットホームな職場って書いてるところはブラックだよな。だいたいちょっとよくよからぬ感じだよなという、そういうことが巷でなんだよ、ささやかれてるよな。本当かどうかは知りませんけどね。あれな、確かに辛いよな。あれは辛いよな。けど何事も経験だ。くじけるんじゃないぞ。猫見守ってくれてるから、モルガナいつも。そうだ。試験のね、結果が出てるみたい。もう成績もう出てんじゃん。ねえ、どうだった？やべえ、俺死んだわ。終わってる人がいるらしい。よかった、平均超えてる。私どうだろう。ここが評価の分かれ目なのよね。お小遣いは現状維持と。なんか、成績でお小遣い変わったりする制度とかあるんだね。なんかそういう制度取り入れてるオタク結構あるのかしら。みんなのうちはどうだった？成績でお小遣い変わったりした？今回の成績は中間よりやや上か。もうちょっといけたかもな。もうちょっと勉強頑張れたらいけたかもしれません。データさんいらっしゃい。こんにょらです。こんにょらです。いつもありがとう。これな、仲間には印がつくな。イエーイ。魅力か。魅力が上がるの頭上がってほしいんだけどね。さてと、今日からユうスケもアジトに言わなきゃな。個展が終わるまでが勝負だ。気合入れてきよ。SNS 来すぎな。久しぶりになんかこの日常パートもできるパートになったから、めっちゃメール溜まってんじゃん。見てこれ。既読スルーやわ。未読スルーやわ。薬いよいよ完成が近いのだって。竹見先生呼ばれてるね。それどうしても試したいことがあるんだけど、来てくれるよね、オルボットくん。竹見先生行きたいけどね。ようやく日常会もできるようになったよ。ずっとなんかお話パートだったもんね。その後どう？その後何か困ったりしてない？よかったら放課後また話を聞かせてきてほしい。丸木先生はね、11月までってね、期限が決まってるから、最優先で実は竹見先生よりも、コープ関係進めていきたいんだけどね。けど、竹見先生が好きだから竹見先生に会いに行きたいなって思ってるんだけど、どう思う？どっちよ、悩むな。あんちゃんはパレス行くって誘ってくれてるね。今日予定あんのか？集合かけね。この辺はなんかパレス行かねみたいな話で、こっちはコープの話みたいな。悩みますね。みんなどうしてるんだろう。とりあえずちょっと久しぶりだからちょっといろいろやってないことやるか。ねえ、忘れたんだけど、やっぱ岩峰くんの大学でお前目の前にいるぞ。声が大きいよ。目の前にいるぞ。目の前にいるぞ。気づいてない？私のことは見えない？もしかして無視？もしかして私って空気？もう無視仕方ってこと？いじめってことでいい？これ。悲しいんだけど。
悲しいんだけど目の前にいるの全部無視ですか？そういうの良くないと思うよ、あんたたち。あんたたちそれはいじめだからね。ひどいよ。ほら、空気だってよ。あ、そっか、アースバーガー。これやりたいんだよな。あっちゃさてと、本とかは借りてる本はまだ読んでなかったっけか。あ、なんか、普通にコープの話なんだ、リュウジも。リュウジの話って。あ、なるほどね。そういうことか。お、鴨志田先生の子何もわかんない。先生に聞いてもスルーって納得できないよ。この人結構ね、情報通なお姉さんでね、今どのようなお話をしているかみたいな感じとかも、なんかちょっと教えてくれる。あ、そういう感じなんだみたいな。なんか時々話を聞いておこう。新ネタ。日本画家のまだらめ先生知ってる？才能ある門下生を育てるらしいのでね、構成に弟子がいるらしいよ。すっごいイケメンなんだって。ユウスケのことが。ユウスケイケメンか？みんなはどう？今度赴任したカウンセラーの先生のことね、生徒の間で評判はいい、良好みたい。セクハラ被害のやっつけ対象だって批判も一部あるけど、まあしょうがないわね。達観してるね、このお姉ちゃん。新聞部について、囚人学園新聞部は伝統ある、部活動だよ。OG にはマスコミ関係者もそうなんだ。でも部員は私一人になっちゃって廃部寸前なんだよね。あ、大変なんだ。大変だ。頑張って。応援はしてる。頑張って。応援はしてる。入れないけど応援はしてる。ちなみにさ、ペルソナ5は別にこういうなんか部活動とか入れないんですけど、ペルソナ4は逆にそのなんつうの、部活入れるんだよね。読み途中かやっぱり。そう、なんかペルソナ4はね、部活動とかもねできるんだよ。あ、できるって言っても、入ってそこでなんか今回みたいになんて言うんだろう、こう育んでいく感じ、仲を深めていくみたいな。また間違った。ちょっと待って、間違った感じなんだよね。だからペルソナ4もね、結構なんか私はね好きなんだよ。じゃあ買い物ちょっとして、金曜日は焼きそばパン買おうぜ。おい、焼きそばパン買いに行こうぜ。お、あら、投げてるね。いらっしゃいませ。焼きそばパンの日だから。今日金曜日しかこれ買えないからね、みんな。いつも人気だからね。この間の試験結果なんて、お前の名前は中華より上にあるな。そこそこ上位ってとこか。アンドルは真ん中やや下。リュウジは下から数えた方が早そうだ。やはりな。もう次はね、私1位目指せると思うわけ。頭良くして1位目指したいと思う。購買いいよね。私購買なかったよな。購買ある学校ってそんな多いのかな。さてと、ご注文はお決まりでしょうか。やれなかったことまず1個が、途中でなくなっちゃったりすることもあるんだ。まずこれ宝くじの結果。お、やった。300円か。へえ。こっちにしよう。宝くじにしよいらっしゃいませ。う。なくなるとかあるんだね。さてと。購買っててか、そもそもあれだ、うちご飯あれだったわ。給食とかだった。お弁当じゃなかったから。そういうのはあんのか。なんかお弁当だったら、まあ購買とかないとこう食いっぱぐれちゃう人とかもいるかもしれないからね。お金があればご飯ね食べれないとかっていうのはないかもしれない。まあコンビニとかもあるしな、今な。どれにします？
オッケー。なんかそうだからコンバイとかないのかな。なんだよ。そうか。考えてみちゃおう。あうん。そうか。おう。それにすんいたずらに使うんじゃねえぞ。いたずらに使うんじゃねえぞん。壊すんじゃねえぞ。押すんじゃねえぞん。購買ってさ、やっぱりさ、パンとかなの。パン。お弁当とか売ってるわけじゃないよね。気に入ったか。どうだ。よし、どれにすんだ。ああ。お。ナイター。ほーん。それが気に入ったか。これないもん。いたずらに使うんじゃねえぞ。すごいな。買わなくてもね、武器はね、結構拾ったりも結構多いんだけど。それどうだ。お金ないわ。やばい、お金ないわ。お金使うこと多いのに、お金使っちゃった。しくった。やらかした。おにぎりとかパンとか、あと飲み物。あ、そうなんだ。やらかした。お金貯めなきゃいけなくなっちゃう。お金貯めに行きます。そっかそっか、おにぎりとかもあんのいいね。パンってさ、私さ、あんまお腹いっぱいになんないんだけど、私だけ夕方タダで食えたりしてた。そうなんだ。もうでも廃棄しちゃうぐらいだったら、お腹空いてる若者に食べてもらった方がいいのはいいよ。だからか。いいね。そうだったんだ。SNK どうしよっかな。今日何しよう。明美先生行こっかな。丸木行こっかな。丸木行こうかな。悩むな。丸木先生もやる気だし、すぐ終わると思うんだよ。どんなご用だい？どんなご用だいんかわいいおじいちゃん。こんな声だった。楽しそう、購買とかの。高校の記憶もそんなもんないんだよな。記憶ない。忘れちゃいがち。忘れちゃいがちですね。頭悪いっちだから何でも忘れちゃう。忘れちゃいましゅ。言葉も最近出てきません。さてどうしよう、今日悩むな。お、どんぐりさんいらっしゃい。こんよらごん。こんよらごん。ドラゴンは今何をしようか迷っている。竹見先生会いに行こうかな。丸木先生やらなきゃいけないの分かってんだけどな。まあでもまだまだまだ余裕はあるだろう。竹道に会いに行こう。みんな何やってるか見るか。うわ、やっぱりな。そうだよな。竹見先生会いに行くわ。はい、あたいが大好き、竹見先生。
過ごします。助かる。あなたのおかげでいいとこまで来てるの。じゃあ診療所で待ってるから。ひゃーん。ま、いいよ。ま、いいよ。ねえ、もう帰る？暇ならリンゴ食べてかない？私リンゴアレルギーなんよな。患者のおばあちゃんの差し入れ死ぬほど余ってるんだけど。いいね。いや、たけみくん。中年男性。は？ノックもせずに入ってくるとはこいつ無礼なやつだな。絶対こいつは無礼な人間だっていうことが今分かりました。こいつは無礼です。こいつは絶対無礼なやつですよ。いいですか？みんないいですか？無礼です。大山台医局長。こいつ、諸悪の根源。近くで学会があったんだ。ついでに顔でも見てやろうかと思ってね。は？頼んでません。別に。誰だ？患者ではないようだが。あああ、雑用のバイトをしてもらってるんです。ところで何かご用ですか？私の患者を取ったそうだな。は？本当にさ、もう、暇なの？気管支炎の女の子で父親と来たはずだ。気管支炎。ね。取ったつもりはありませんよ。別に通院も進めてませんし。だが噂が流れている。大学病院が町医者よりも劣ってるとな。事実なんじゃないんですか？何がオリジナルの薬だ？貴様のやってることは非常識も甚だしい。そうですね。バスへ。あ、これ勉強しました。おじいらっしゃい。はい、雑業ね。新スマイル札幌おじ。スマおじ。バスへだよね、バスへ。ちょっと勉強したんだから、これ教えてもらったんで。バスへで腐っているだけなら、見逃してやったものを。あ、バスへじゃないの？バスへって、バスへじゃないの？バスへじゃないの？あれ、バスへじゃなかったっけ？バスへじゃないの？松だっけ？忘れてた。そっちかーい。はい、雑業ね。雑業するの忘れてたってことでびっくりした。合ってるよね、びっくりした。デルタさんがだってさ、すごいタイミングであーとか言うから、間違ってると思って。でさ、挙句の果てに雑業やったら、あ、雑業だったんかって思うよね。今のはデルタさん悪くない？公式挨拶は雑業だからねって。そうだね。はい、雑業と。いいか、最後の中国脱。こんな場所さっさと畳んで医者を辞めるんだ。ふふふ。あ、意地悪したんだ。そういう感じね。好きな子に意地悪しちゃうタイプだ。いいよ、別に。いいよ、別に大丈夫だよ。引っかかったね。いいよ。大丈夫。引っかかってあげたんだよ。無意識雑業。たっちゃんさん、雑業。はい、雑業ね。今中国ちゃんと言ったよね。畳んでも言ったよね。医者を辞めるんだ。なんでお前に言われて辞めなきゃいけないんだよ、こっちはよ。パワハラだ。竹宮いい先生だ。病院でお静かに。どれだろう。はい、強い。なんだよ。なんだよ。どれだろう。病院でお静かに。了解。なんだと？いいね。やめましょう。こんなの相手にしても時間の無駄。随分と懐いているが、この女の正体教えてやろうか。興味ないね。出来の悪い新薬を使って患者を苦しめた最低の医師だ。かわいそうにな。笑顔の絶えない異常な女の子だったのに。どういうこと？だった？死んだよ、あの患者は。君も殺されてしまうかもしれないぞ。なんせこの女は疫病神だからな。お前さ、腐っても医者なんじゃないの？マジで。嘘だ。美和ちゃんにはまだ時間が残されてるはず。副作用による既得からは回復して病状もそこまで進行してなかった。進行していたんだよ。君の意味が甘かったんだろ。そんなことよりいいか、二度と私の患者をかすめ取るような真似はするな。私を本気にさせるなよ。キモいんだけど、このおじさん。
聞いた？美和ちゃんがそんなこんな。それじゃ私は何のためにあの子を治すことが私の唯一の嘘だ。言おうとすな。詳細を聞いてこよう。なんだ。ドッキリ看板持ってこよう。ドッキリでしたって言おうとすな。私何やってたんだろう。私何のために。もうどうでも。今はゆっくり休んで。できることはないか？医局長に復讐しよう。復讐してえな。でも今はゆっくり休むか。できることはないですかじゃない。ないですか？私にできることないですか？竹見先生。あ、上がった。大丈夫。かわいそうに。ごめん。ちょっと落ち着いた。復讐しないのか？しないよ。あんなクズに復讐したってしょうがないじゃん。ありがとう、モルモット君。知見といい。助けられてばっかりだね。焚き火との関係がより深まるのを感じる。だぞ。いい感じ。いい感じだよ。割引サービス。お、いいね、割引。診療所で販売されているアイテムの販売価格が割引される。やったー。イエーイ、7まで来たじゃん。もう終わりだじゃん。もうちょっとだ。やだな、ブー様のとこ見せた。いくらでもどうぞ。いいんですよ、私に弱み見せても先生。森本くんに、あ、それもいいか。あなただったらいいかな。へへへへへ。今日はもう帰りなさい。知見は。怪しい知見に協力したことで度胸が磨かれた気がする。来たぞ来たぞ。いやでも美和ちゃん本当に亡くなっちゃったんかな。かわいそうに。お大事に。あいつの嫌がらせワンチャンあるよ。でもなワンチャンあるよな。いや大山田の。帰ったか。オッケー、帰ったよ。許せないね。許せないね。いい感じ。今日お腹の調子も悪いし、ちょっと眠たいし。あ、やっぱり。あ、深まらないの？あんなにコーヒーいっぱい入れてたのに深まらんとか言われたんだけど、衝撃なんだけど、マジで言ってる？あんなに一生懸命一個ずつあげてたのに深まらないとか言われたんだけど、おっちゃんと仲良くなれないんだけど、どうしたらいい？夜の日自分磨きしたかったのにな。ショックだ。ちなみにですね、もう移動できるので、なんかいろんなことができますね。うわ、どうしよう。うわ、宗次郎のコップどこまで上がってるっけ今。まだタイミングはあるけど、まあでも全然上がってないんだ。うわー、マジか。嘘でしょ。マジでショックなんだけど。これなんだ？おじさんか？これおじさんかな？度胸も上げたいのに上がんないんよ、こんなんじゃ。あ、おじさんと仲良く食必要があるから、おじさん仲良くしよう。聞いていただけませんか？またよろしく頼むよ。あら、おっちゃんダメやった。あら、おっちゃん日曜日か。あら、あれれ、いやどうしよう、何しよう。うわー、何しようかな。ビッグバンバーガー食べに行こうかな。うわー、マジでショック。いやもう本当に宗次郎とも仲良くなったと思ったんだよ。いけると思ったから昨日の夜コーヒー作らなかったのに。いらっしゃいませ。なぜ？そしてお金がなくなっちゃったんだ。さっき武器買ったりとかして。チャレンジします。ただいまの時間ワンコインでご利用できます。ビッグバンチャレンジですね。チャレンジすれば度胸がつきそうだな。なんとなく今のお前ならやってくれそうな気がするぜ。抽選で500円となります。挑戦するぜ。見てて、私が爆食いするところ。みんな私結構食べれるから見てな。ではどうぞ店内へ。ミッションの成功をお祈りしています。見てなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。
ビッグバンチャレンジありがとうございます。初めてのお客様ですね。お客様の階級は3等航海士で、そんなお客様に挑んでいただくのはコメットバーガーです。じゅん。マジかよ。マジかよ。猫がカバンの中で今暴れてたな。想像を超えた大きさだな。私の顔以上ありますね。天かける水星のごときこのボリューム、一筋縄ではいけませんよ。ガンダムガンダムか。泡かけるかな。チャレンジに成功した場合、素晴らしい得点をご用意しております。おー、得点か。頑張れよ。カバンが揺れてるの気になるな。さあ、それでは。それでは参ります。30分間のビッグバンチャレンジ。30分あったら食べれそうじゃない？スタート。あ、パドルさんの85日連続ご視聴ありがとうございます。これは辛い戦いだ。お世話になっております。これ味わってる暇はないな。かまつり飲み込め。見たかね、私の食べっぷりよ。みんななんとか食べきった。おおお、お前やりやがったな。おめでとうございます。おめでとうございます。声高いわ。あら、アイフェンさんを100日連続ご視聴ありがとう。もうそんなになっちゃった。アイフェンさんもありがとう。なありがとう。おりごと。いきなり出てきてごめん。誠にすいまめん。ワキワキしないと。ワキワキしないと。ワキワキしないとダメなのよ。トイマンさんはね、ワキワキ最後するから。コメット漫画を制したお客さん、制覇したお客様には、2等公開しバッジ差し上げるってやった。また見事チャレンジを成功されたバーガー好きのお客様が、特製バーガープレゼントいたします。当店のバーガーを心よくでご堪能ください。あ、ビッグバンバーガー3つもらった。イエーイ。これラッキーじゃん。と公開者だったお客様にはさらなるチャレンジが待ち受けています。それではまたお越しください。いらっしゃいませ。こんにちは。さすがだぜ。ありがとうございました。果敢にチャレンジするそのあっぱれだったぜ。よーし。度胸。いいぞ。ペース配分の計算、見せる食べっぷり、飲み物を利用した巧みな食べ方、当時であっぱれだったぜ。知識も上がったし、魅力も上がったし、器用さも上がった。いや、そろそろ会が見てるだけでお腹いっぱいになっちまった。そりゃあな、顔よりもでかいハンバーガーなんてさ、食べる機会なくない？ていうか、チャレンジとかそんなやったことある？大食いチャレンジとか。お、座れたな、すごいでなんか読むかやった。本読める、やった。どうしようかな。頭かな。これか。正義か悪か、世界よ。何これ、覆うメジエダの脅威書いてある。ネットの世界も危険が渦巻いてるんだな。これ座ってね、本読めるのマジで最高。本当に助かる。なあなあ。半分ぐらいですね。まだページ残ってるみたいだな。まあ続きはまたにしようぜ。通勤時間どれぐらいかわかんないけどさ、通勤時間に本読めるって結構さ、稀じゃん？本当に混雑してる時多くない？図書室の勉強コーナーって使ってる？家だと遊んじゃうし、結構穴場。でもなんか雰囲気悪くない？例の転校生の噂話とかさ。前はちょっとうるさかったけどね。鴨志田先生が謝罪されちゃもうそれどころじゃないって感じ。この前の試験やばかったからさ、次に挽回しないとお小遣いがピンチ。みんなも勉強したっけ？給料上がるスタイルだった？給料ちゃう。お小遣い上がったりする、そういうことだった。そういうなんか仕組みだったの。美というか抽象的な概念にも数学は応用が可能です。モナリザやパルテノン神殿に使っている黄金比は有名ですね。それとは別に日本にも古来から美術や建築で使われてきた比率があります。
白銀比という名前聞いたことあります？聞いたことないや。では、ヨメルさん、この図を見てください。答えてください。黄金比は1対 1.618 ですが、白銀比は何対何なのかご存知でしょうか？知らない？誰か教えて。1対、でもなんか 1.618 よりはちっちゃそうだよね。これかな？こんなん知らへんぞ。今日自分ちっちゃいかな、いつもより。まあいいか。どれ？これはどれですの？いや、なんか3か。でもちっちゃそうだよね。大きくなさそう。大きくはなさそうよな。なんか、この建物、ミュージアムみたいな建物よりも、この、なんて言えばいいの？日本家屋的な建物の方がさ、なんか横がなんか狭いやん。簡単ですね、知らない顔。簡単よな。きっと簡単？いや、むずいよ。で、3だと思うんだが、みんなの答え見たらね、まあ、すぐわかんないけど。まあ、お願いしてもいいし、どうでしょうね。3じゃあちっちゃすぎ？ 3？ 4？ 多分、どっちか。白銀比、黄金比。3っぽいけど。3じゃねえのか。3行き過ぎてる。ちょうどこのサイズをさ、こう、これを、こうして、こう。今画面で、このサイズをこのまま、こう持ってきて、3ほど少なくないのかな？ 3 ほど少なくないのか？でも1の違いじゃん。どっちどっちやってるこれ。答え見るとね、多分こう。4なんだって。4にするわ、じゃあ。これだ！その通りです。その通りです。なんで4なんだろう？ 1.414 なんだろうね。黄金比より正方形に近いでしょ。確かに正方形に近いかも。これは一説によると、東洋人が西洋人に比べて丸顔で似た形を好むからだとか。そうなんだ。この日は浮世絵や法隆寺の五重の塔など日本の伝統文化にも多用されています。皆さん馴染み深いのは B4 用紙ですね。縦横の比率。B4 の縦横の比率？ B4 縦横の比率の黄金比使ってるの？ゆみりくん実は何気にできるよね。やるじゃねえか。いい感じ？そういえば可愛いと言われるマスコットの顔はこの日に近いとか、つまりこの日を応用すれば可愛いは作れる。だってみんなこの黄金比白銀比を使えば可愛いは作れるらしいぞ。なるほど。なるほど。確かに世間のマスコットはどれも丸っこい顔している。なんだその目は。モルガナのさ、デザインとかさ、白銀比になってたらさ、おもろくない？こだわり感じるね。今日土曜日、パレスどうする？転入しねえのか。後で決めます。みんなが何やってるか見よう。今日はパレスみんな行ってんだね。あんちゃんとタケミと過ごしてるって言ってるけど、過ごせるんでしょ？過ごせなさそうだ。どうしよっかな。パレス行っても正直いいんだよ。パレス行こっか。今日はチカモール。あんちゃんとはなんか過ごせそうやな。前広場に行って
らっしゃいませ。プラチくじをやります。さてと、あっちゃー、あよなんだよ。当たんないねー。それでは今日はパレスに潜入したいと思います。ユージに連絡取ります。集合集合。クリアしちゃうよユウスケ、お前には基本的なことまだ説明してないよな。ー。話してなかったから、ユースケ入って初めてここに集まったね。ああ、異世界とかナビとかね。確かに必要だわ。よし。ぜひ頼む。大事なことだし、この際全員でおさらいするぞ。はい。まず我が輩らが回答する場所はパレスって異世界だ。パレスは誰かの認知が形になった世界。その人間が感じてる現実の具現化だ。俺たちにもパレスはあるのか？てかなんかこんな猫連れてさ、なんか連絡ツールにさ高校生タブルしてたらさ、目立たない？ちょっと気になるよね。いや、万人にあるわけじゃない。主に強い欲望、歪んだ主観の持ち主が持ってる。ま、ほとんどは悪党だろうぜ。カモシだとかマダラメとか、そういうえぐいやつらな。えぐいやつらな。逆にペルソナ使いにはパレスはない。生じるわけがないのさ。ペルソナ使いにはパレスはそうなんだ。ペルソナ能力は自分の心の本音、要はシャドウと向き合って制御する力だ。そうなんだ。知らなかった。制御できてんだから歪まない。自覚的な個人差はただの個性ってもんだ。ははーん。なるほど、わからん。なるほど、わからんわ。そうだったんだ。同じだわ、あんちゃんと。俺は当然知ってたし。俺は当然知ってたし。私は当然知ってたからね。で、そこへ入るために使うのがスマホの異世界ナビって寸法よ。あ、すんぽんよ。思ったより簡単で、名前とあと場所を言うだけでその人のパレスに入れちゃうの。これ結構なんかざるいよな。場所？めっちゃざるだと思う。こんなん入れちゃうかもしれなくない？ブツブツつぶやいてたりとかしたら、つぶやいてたりとかしたらさ。あ、要するにまだらめで言うならあばら屋が美術館みたいな。初めて行くときはどうするんだ？まだパレスを見たことがないなら。そうなんだよ。そこ若干クイズだよ。クイズでよ。もうちょい厄介かも。クイズ。まあ、大体のことは承知した。わからないことがあれば、素直に経験者を頼るとしよう。おお、いいね。任しとけ、新人。人参。そういうのはモナに聞いた方がいいと思う。そうだね。モノに軌道がいいね。にしてもまだらめ、まさか告訴なんて言い出すとはな。あんな風に怒りをあらわにしたまだらめは初めてだ。おそらく本気で訴えるつもりだ。なんか図星刺されてるからっしょ。訴えてやるとか言ってんの。どうしよう。やられたら勝ち目ないよね。まあないでしょうな。だが6月5日の個展最終日までは向こうも身動きが取れないはずだ。わかんないじゃんね、そんな人の心だから。単純に忙しいはずだし、期間中に裁判などを起こして自分の肩書きにケチをつける具は犯すまい。ならそれまでにまだらめの心を盗めばいい。告訴なんて絶対させっかよ。こっちがてめえの本性を暴いてやるっての。あばってのおし、じゃあ行くぜ。いいか？よし、会議を始めよそこそこ よくやられていると思うよ。この調子ですぐに肩がつきそう。見張りの作業に注意しないと見つかると厄介だしな。まあそこそこ戦えてる、そんなに気づきいいんじゃね。こんなところかな。レベルが間に合ってるし、結構なんかいい感じだよっていうことを教えてくれてるね。よーし、じゃあパレス行きますよ、皆様。行きますよ。そうだ、新入りのコードネーム決めてなかったな。あ、決めじゃない。ここはキツネでしょ。キツネでしょ。ちげえね。インパクトあるしな。インパクトあるしな。う。俺のことか。こっちでの名前何がいい？
あ、キツネだよね、どう見ても。ダヴィンチかな。ダヴィンチ。ボツ。ボツなんでいいじゃん。狐の面に妙な尻尾だろ。よし、油揚げだ。油揚げだ。油揚げかよ。うえ、まあよかろう。いいのかよ。オッケーしやがった。いいの、油揚げだよ。決まりだな、油揚げ。さすがにないだろ。やめろっつーの。あんちゃんは常識人だね。ジョーカー、なんか別のない？油揚げ以外にクラウン、フォックス思いつかない。フォックス、クラウンジョーカーと被るな。ダメなんかい。ならフォックス、これでどう？いいんじゃないですか。悪くねえな。いいんじゃないですか。どうだフォックス。フォックス別に構わん。なんでもいいんだね。決まりだ。行くぜ。こだわりなさそうだな、すごい。こだわってこいよ、お名前だよ。大事じゃない、お名前って。それから今回からスタメンはジョーカーに決めてもらうことにしようぜ。うい。スタメン？最初のメンバーってこと？フォックスが加わって戦力としちゃ申し分ないが、大人数は目立って動きにくい。うんうん。今までのことも考えると最初のメンバーは4人、うんうん。あとはバックアップに回った方が無難だ。はいはい。だからってリーダーはスタメンから外せないだろ。だからジョーカーに残り3人を選んでもらうのさ。おーい。バックアップはどうすればいい？ここで待っているのか？いやいや、つかず離れずで一緒に行動しておいた方がいいだろう。スタメンは言ってみれば前衛だ。いつでも交代できた方がいいからな。はい。じゃあチーム編成は頼んだぞジョーカー。おーい。おい、仲間の入れ替え始まりましたね。パレス内でパーティーの編成が可能になりました。パレスので連れて行きたい仲間に話しかけるか、三角のメニューの、何これ、ステータスからバトルに参加するパーティーメンバーを選んでください。まあ、4人しか戦闘に参加できないから、誰連れて行こうかなっていう話。ちょっといいか？世話をかける。あのさ、ありがとう。なんだ、我が輩の出番だな。オッケー。ユージ、お前留守番な。ユージ、お前さ、留守番だからな。矢川さんにお願いしました。じゃじゃーん。いいね、フォックスなんか可愛いの、デフォルメされてるの。デフォルメされてるフォックス可愛い。なんか走り方なんか、あられちゃんみたいな走り方してる。あられちゃんやん。走り方あられちゃん多いな。よし、これでちょっと戦っていきたいと思います。よし。次からでいいかな。着いたね。ここからどうするの？どんどんいっちゃうよん。前はこのセキュリティがすごかったところ。うわ、気持ちいい。すごく気持ちいいね。ふすまがポロロってなんだろう、すごい気持ちいいな。それセキュリティは解除されたままだな。苦労したんだから何の話だ。気にすんなっていいから先進むぞ。つうわけでここの先からねやっていきたいと思う。ここすごいセキュリティあったとこね。この辺は別に何もないな。よし、行くぞ。入れなくなっちゃったからどんどん倒したりとかしてお金貯めていかないと。何もないのか。馬の後ろ。お、なんか強いそうな敵がもういるね。換金アイテム大事大事。ここも別にもういいのかな。入れるっぽいけど大丈夫そう。おっと、おお、よかったよかった。四季王子だ。なんかまだこれは赤い敵は四季王子なんやね。でも私も弱点つけるだったから余裕ですよ。弱点つけるしな。よし、いいよ、いい感じ。攻撃力高め。太い、やるな。で今日もおしゃれソングが流れてる。マジでおしゃれ BGM が。
ウフか。戦略ズバリ的中。ジョーカーすごいじゃないか。動かないでもらおう。倒して経験値にしておきましょうか。経験値大事だから。よいしょ。1回でお金1300、今思えば助かるな。なんかもっと経験値入ってほしいなとか思ってたけど。なんということだ。え？よし。いや、あの冊子はもしかしてパンフレットかいただいておこうぜ、ジョーカー。いいね。なあ、これって前とは別のパンフレットだよな。ゲって書いてある。違いない。おお、緑図の続き載ってる。ね、これでお宝場所見当はつかない。おそらく最深部だとすると、一番後ろのはここのメインホールだな。どうやらそこへ行くにはラウンジとギャラリーを抜けるしかないな。奥に行くほど警備も厳重なはずだ。慎重に行こうぜ。よし、行くぜ。研ぎ澄ませ。探索。ジョー宝箱。はいけない。なんか宝箱ある。中も警戒厳重だな。俺は奥にかかった絵が気になる。なんだか吸い込まれそうだ。何あれが吸い込まれそうだって言ってるわ。細かいな。どういうこっちゃ。何？これは全然見せかけだ。こっちはいけない。鍵かかってるね、結構。お、ジョーカー。うっかり触っちゃいそう。気をつけて歩こう。宝箱だ。これこそ怪盗の場所だ。おわー、まずい。気をつけろって言われたのに。全然わからん。いけ。敵変わったか。まあ変わってないな。なんかやっぱりさ、仲間に入れたばっかりの子をさ入れたりしたいよね。まあ可愛いな。デフォルメされてるのめっちゃ可愛い。なんか目かっぴらいてた。めっちゃゴエモン。動かないでもらおう。なんか新しく仲間に入った子を使う方がなんかマッチするんじゃないかなって。おしゃれだね。おしゃれだよ。レベルも上がりましたね。19ね。素晴らしい。さて、あれ楽勝すぎた？研ぎ澄ませ。いけないな。いけません。ザル警備。あれどういった。なんでそうなっちゃった。やばいぞ。なんでだ。なんか攻撃できなかったぞ。失敗したぞ。いいのあるじゃん。バハブフ。楽勝よ。抹茶さんいらっしゃい。雑魚ね。いらっしゃい。かっこいい。圧倒的に主人公のこのリザルト見るのが多いかな。なんか明らかにペルソナが使いやすくてさ、いろんな弱点つきやすいんで、なんか多いかもしれないな。どうしてもそっち行けないよな。今ここの場所からだったらいけないな。そうだよね。いけないよな。行け進むしかないか。おっと、おい、手強いのがいいんぞ。この前も見たタイプだ。
あ、ニュータイプ。佇まいがただものではないな。佇まいただものじゃないってわかるんだ。後ろは制御室みたいだ。おそらく近づけないように見張ってるんだ。うんうん。だがルート確保するためにはセキュリティの解除は必要なステップだ。うんうん。ここは押し通るしかないと思うぜ。押し通る。もののけ姫だな。押し通る。おい、やるのか。我が名は明日か。行くぞ。なんだお前たちは。どうやって入ってきた。どうやってだと思う？そこをどけ。簡単なことだ。ここは違うぞ。怒っちゃった。怒らせちゃいました。どうもすいません。あ、なんか強そう。天狗使いみたい。天狗使いさんたちだ。けあ、凍った。ラッキー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 。凍ってるぞ。バトンタッチでさらに追撃だ。ありがとう。めっちゃ回復。めっちゃ急だってたんだか知らなかった。いいよいいよ。はーい。総攻撃だ。いいかいや逆転なんだろうね。炎上なんかすごいさ、なんて言えばいいの。なんだっけ、弱体感めっちゃ入るくない？デバフめちゃくちゃ入ってんだけど。いいぞフォクス。バトンタッチでさらに追撃だ。まあ余裕ですよ、私にかかればね。余裕余裕。メディアのカードゲットしたの。やっぱ手強かったな。パレスの中時々いるよな、ああいうの。他の敵とは格が違うみたいだよね。なんか中ボスみたいな感じだよね。いわゆるね。そういえば何かカードのようなものを落とさなかったか。落としていきました。スキルカードはペルソナにスキルを習得することができるアイテムです。中が持つペルソナにしか使えませんが、即座にスキルを習得させることができます。上手に活用しましょう。何のカードだ？我が輩も見たことがないな。おお、ポケモンカードだよ。ポケモンカード。今は探索進めようぜ。今あれバンギラスのカードだったよ。みんな見てたっしょ。バンギラスだったよ。ほら警備室。どうやらここがセキュリティか。セキュリティの制御室だな。うっさっさと切っちまおうぜ。切ります。パスワード。わ、出たパスワード。うわ、パスワードか。必要だったっけ。だぜ。早速開けてみようじゃないか。開けてみようじゃないか。キーピックあります。これキーピックガチ大事だからな。大事大事。おっと、ほう、よし。やはりね、怪盗たるものね。宝箱は盗んでいくもの。どこだ？お？ A の侵入者、中にあるセキュリティも突破するらしいぞ。ここのパスワードも変更しておくようにさっき連絡があったよ。何にしたんだ？安直なゴロアスじゃないだろうな。いや、急で思いつかなくてな。とりあえず、まだらめ様の足元の数字にしようと。足元の数字何を言ってるんだ。まあ警備に戻り奴らがつく国とも限らん。足元の数字？まだらめの足元なんだよそれ。足のサイズとか。足のサイズお前知ってるか？残念だが聞いたことがない。そもそも本当に足のサイズなのか？まだらめの足元何のことだ？何のこと？足元マジだから、あれだよな。なんか変な銅像なかった。建物なんて言えばいいのあれ。変な銅像じゃないよね。金の像みたいな。よし、こちらの先生だ。敵出てくんだ。あれだよね多分。あれのとこまで行けば分かるよね。弱い敵だな。つけるんじゃないか。
そうだと思うから行くんだけど、そんな数字なんて書いてあったっけ？動かないでもらおう。こんなことして渡辺様から黙ってない方。黙りな。そのうるさい口を閉じるんだ。えい。バラにはトゲがあんの。綺麗なトゲにはバラがあんの。逆。綺麗な花にはトゲがあんの。さて、あれ楽勝すぎた？よし。多分だけどここじゃん。これじゃない？その才能は世界に2つとなく、その技術は唯一無二のもの。2162？天上天下優雅独尊、世界に誇る芸術家まだらめ一流斎氏の偉業をここに称えると書かれている。待って、さっきの警備が話したまだらめの足元とはこの説明のことなんじゃないか？足元、そっか。でも数字って言ってたよね。数字が書かれているのは2つとなく唯一無二一流斎かということは、いいんだ、一流斎の1でいいんだ。2121だ。簡単すぎ？ 2121 ってさすがに2121は別になんか思いつきそうじゃない？っていうか、なんつうの、簡単にさ試しちゃいそうじゃない？ 2121 だって1111とかやりがちじゃん最初に。2121もさっさとさ思いついて試しちゃいそうなもんだけどな。絶対ダメだろ。燃やします。いけー最強。託します。はい強い。強いね。お、レベルアップしてる。なんか控えにいる人にも経験値入るんだね。楽勝。リュウジもレベル上がってたもんな。いいよね、控えのさキャラクターさレベルさ置いてくぼりにされるの絶対嫌じゃん、めっちゃ。だからさこれは助かるよね。よいしょ。暴れないで落ち着いてください。よし。2121パスワード承認セキュリティシステム停止。お、なんかいっぱい開いたな。これでいける場所も増えたはずだ。行こうぜ。よーし。セキュリティのこの電気はまだあるんだね。よし。宝箱取りに行っちゃおう、先に。おー、いいね。もっと作っておかないとなくなっちゃいそうだ。いいやつ、宝玉売り、いいやつかも。目つぶしの小瓶、目つぶしなのかな、なんて読むんだろう。目何の小瓶、あれは目まぶし、まぶしいみたいな感じだよね。目つぶしじゃないのかな。よし。で、こっちはいけなくって、なんかさっきユウスケがこの歪んでる絵なんか気になるなって言ってたんだよね。すごいね。ああ、それに異様な質感だ。触れたら吸い込まれそうだ。なんだ？無事か？何が起きた？今俺の手が本当に絵の中に、この絵中に入れるのか？道は他になさそうだ。行ってみようぜ。おお、行ってみよう。許さんぞ。我が心のなんていうもの、我が心の性質な竹林に土足で踏み入れる族どもを生かして返さぬは。今の声、慌てるのは近くにいるわけじゃない。多分思考が声として聞こえただけだ。まだらめなんかすごいおしゃれだよね。でもこの演出結構おしゃれじゃない？おしゃれだと思う。絵の中入るなんて。おお、すごい。あ、別の絵に来ちゃった。
なるほどな。この絵は1枚だではなく複数の絵で一つの空間を表してたということか。ってことは絵と絵がつながるということだな。どことどこだがつながるんだ。それは歩いて確かめるしかないな。ジョーカー、お前の目ならそのつながりのポイント見抜けるんじゃないか。そんなこと、見抜けるわ。ごめん、見抜けるわ。こんなわけねえしとか思ったけど。見抜けるけど。ランプこれ手前どっていくんだよ。この手前どっていくの？手前行きたいのに。バカバカしい。バカバカしい。俺たちをここに土足で踏み込んだ俗呼ばわりか。芸術そのものを土足で荒らしてきた貴様がそれを言うか。確かに。気持ちを後に取っておけや。今は進むぞ。こっちでいいんでしょうかね。あれこっちで合ってんのかな。先進んじゃうかな。わ、落ちちゃった。最悪だ。むずっ。こっちは単純にこっちはカムフラージュってことか。どっちもいけるわけじゃないってことね。なるほど。はいはいはい、そういうことね。どっちもいけるもんだと思っちゃうじゃないですか。探索しないと気が済まないんだよ、こっちはさ。おい、尻じろじろ見るね。お前は何を言っているってリュウジめっちゃ言われてるよ。じろじろ見やがって。なんか先進んだね。あとセーフティールームを開放しておく。いいところにセーフルームがあるじゃん。セーフルームか。セーフティーって言ってるけど、セーフか。セーフルームね。やるか。セーブしておきます。ちょっとここも行けるところまで今日は行っちゃおうかなと思ってるので、先進んじゃおう。何か私これ下手くそでしょ。本当に下手なんだよね。このね、隠れてね進むのめっちゃ下手くそなんだよね。どこ行くか分かんなくなっちゃう。よし、こちらの先生だ。自分の実力は怖いな。了解、やっちゃう。バトンタッチでさらにおや、犬神仲間になるの。でも私は倒していく。とりあえず倒していくんやで今日は。うちら最強。ずっともだよ。うちらニコイチマジバブダチ。マジ超最高。楽勝すぎてあくび。超最高。ちょびりば。ちょびりぐか。バットやないな。ちょびりぐや。よし。先進みます。パンニャの能面っていうものをゲットした。研ぎ澄ませ。おいおい。なんか前も見たようなでけえ絵が何枚も。今回のはなんか何だか妙だな。見ろ、絵が入っていない額縁が2つもある。どういうこと？とりあえずもうちょい近くまで行ってみよう。オッケー。なんのこっちゃろうね。まず逆走。この扉は開かないようだ。開かないらしい。別の道を探すのも手だ。あいよ。とりあえず扉見たっけね、突進せずに得られないんや。ドンって。ほい。これまたあれだろ。中が隠し通路になってるやつ。よく見たら今回それぞれ全然違うだね。加えて絵が入ってない額縁もある。確かに妙だが行くしかない。慎重にな、ジョーカー。はーい。慎重になって言われてもな。この下ってなんか飛び降りられるな。飛び降りられたんだ。ここあんま飛び降りたことないか。あるかな。飛び降りたことないかも。ここは入れないんだね。この大きい絵。こ
およし。踊りたい。踊りたい。無事登り。あ、ここ登れるんだ。ああ、この世は美を介さぬ、俗人ばかりの砂漠。ここに我一人だけ感性を枯れさせずにあり続けるなど元より不可能なのだ。感性が枯れちまってんのは世の中のせいってか？てめえが単に実力がねえだけだろうが。怒ってるね。ラクダちゃん、話したりはできません。進みましょう。あ、おお、神は何もせぬのに崇拝を集める。人は呼ばれもせず鳥居の元に集い、金を投じて満足して帰る。まさしく芸術と同じ。所詮すべて思い込みよ。あ、たとえそうでもあんたが人を騙していい理由にはなんないし、すごい土星論パンチやな。あ、元に戻っちゃった。なるほどね、当たりの場所があるってことなんですね。なんかこれおしゃれじゃない？この絵なんかご利益ありそうだけどね。富士山に鳥居。こっちってことか。ふざけおって若木に緑の葉が茂るのは努力のせいではない。だから多くの若者は若さの価値を理解しない。なんと愚かなことよ。無駄に費やされる前に熟練の私がそれを生かして何が悪いだろうか。なんだよそれ。要は若い才能に嫉妬してますってことか。我が輩なんて猫にされても戦ってんのに年齢で嫉妬とかちゃんちゃらおかしいぜ。おー、いいこと言うね。これ絶対押した方がいいでしょ。スイッチオン。お、絵がなんか復活してる。お、絵が増えたぜ。絵の中にある隠し通路のさらに隠された通路が念の入ったことだな。絵と絵のつながりの方も変化した可能性が探ってみろ。ジョーカー了解です。よじ登り、あ、登れるんだ。すごいね。絵の中で細かく動けますね。よじ登り行きましょう。おお、ありゃ、こっちってこと？おお、春日さんいらっしゃい。にゃーいらっしゃい。よかったらゆっくりしてってください。お船が水の下の者どもに気を配っていて大海原を行けるだろうか。平日も人生も所詮水物。水をこざいて浮き上がったものだけど、こざいて、水をこざいてどういうこと？日本語難しくない？水をこざくってどういうこと何それ？チョコザイナーってこと？水チョコザイナーっていうこと？よくわかんないな。綺麗な言葉でぼやかしてやがるが、他人なんて踏み台って意味じゃねえか。リュウジに分かって私わかんないんだけど、リュウジ頭いいな。子供を踏み台にして何が芸術だクソが。絵が出てきた。これで全ての額縁に絵が現れたな。とまたルートも変わってやがるな。はいと確かめようぜ。オッケー。戻れないの？戻れないんだ。で戻ってラクダの絵からスタートするんだな。こっち行って、あら、なんか変わってる。なんかさっきのところ行けなくなっちゃった。美だのただの思い込み、それを金にできてこそ形のある幸福となる。満足な邸宅で選ばれし者だけに許された暮らしを得て初めて我が芸術は完成する。アトリエが粗末な家ならやはり完全に演出だったわけだな。我ながら長々かな。騙されていたものだ。ボックス点々。よし、よっしゃ。立っているな。これだけ
絵画を巡ったのにただの一度も芸術への愛を耳にしなかった。ここにあるのは絵じゃない。額縁に入っているだけのただ薄っぺらな自己顕示欲だ。改心でどんな子なのか今から楽しみだな。さて、先を急ぐぜ。オッケー。お、ゆうさんもこんばんはいらっしゃい。今日もありがとうございます。ありがとんがりこーん。正体を見せろ。ありがとんがりこーん。先制攻撃チャンスだ。いけ自分の実力は怖いな。自分の実力が怖いなー。さらに追撃だ。追撃追撃。ハンザー素敵だ。僕が代行する。でもいいね特製モンスター。ー。ほんとだ。どうする気だ。俺弱いから負けた。まあそうやな。犬神ちゃんバイバイ。これで終わそれでしまいだ。いいね。り。我が輩の魅力がまた増えたな。よし。我が輩の魅力がまた増えたな。あ、強いやついるじゃん。危な。で、おー、うまいね。いい感じ。うまくいきました。お、いいね。こちらの先生だ。お、混乱状態にした。えらい。お、弱点が狙えるな。弱点狙ってダウンさせて総攻撃してから始まりますね。眠らせてクリティカル。綺麗に決まったね。やばい、まずいぞ。あ、ナイス回避ナイス回避。危ない。ジョーカーすごいじゃないか。これで終わりだ。えらいな、混乱にして。混乱にしたとあれやな。クリティカルにできないな。あ、やばい、ミスった。そうだった。物理攻撃できないんだった。魔石捨てるの結構でかくね。混乱してたらわけわかんない行動してくるんだね。俺たちの勝利だ。よーし、勝利だな。いい感じですね。この程度俺一人で十分だ。あらば、ジョーカー、宝ヒランヤ。なんだろうね、ヒランヤ。わけわからん。名前が結構なんか特徴的だよな。独特だよね、ペルソナって。うわ、危ない、危ねえ。強いやつに正面から当たるとこだった。まずい。あ、ヌエか。ヌエの方だ。ジョーカーがクイーン。つけるんじゃないか。え、どれ？お、いいじゃん。ジョーカーがクイーン。あれ、なんか避けられた今。まだ終わらないぞ。踊れ。当たっとけ。もっともっと。あいよー。総攻撃だ。うわ、ちょい残しかよ。うわ、もうちょい残しやめられる？本当によくないと思います。ちょい残し。私お金はまあまあ経験値そこそこ 100? とかだよね。あくびが出るぜ。え、楽勝すぎてあくびが出るぜって言ってる。わかる。なんか、これさゆりじゃん。暴いてやる。なんか喋ってたけどまた話聞けなかった。よし、あら、こちらの先生だ。雨のうずめちゃんだ。ダメだ。つけるんじゃないか。いただいていく。いや、ジョーカーすごいじゃないか。いいか、やるぞ。どんどん進めていっちゃうんだからね。なんか
戦うの楽勝すぎるから、私これもうちょっとレベル上げた方がいいかな。もうちょっと難しくした方がいいかしら。私が強すぎるかしら。こちら頼りの絵めっちゃある。こっちかな。降りて降りておなあ、こっちか。探索して研ぎ澄ませ。おい、ここならワイヤーが使えそうだ。試してみないか。どこに行けるの？あっちか。ほい。ジョーカー、宝箱があるぞ。これでまた金が入るぞ。金が入るぞ。お金なの？お金かどうかわかんなくね。宝玉じゃん。ほら全然お金じゃないじゃんね。スイッチある。私でなかったら見逃してたなこれは。おお、そこがあるんやね。よし、これ下がって高いところから落ちすぎじゃない？ってことはこっち、あれこっちはどっち行くの？あれどこどこ？上がれるだけ？あ、元に戻るだけなの。こっち行きましょう。石2個目だね。石はい、これ石。欲望の石ですね。巨色の緑の石ゲットした。そしたら SP 回復するからめっちゃいいんだよ。なんだこれは。なんだこのまがましい物体。醜いながなぜか目を奪われる。我が輩が一種読んでる代物だ。パレスにはこいつがいくつか他にもあるか。そうか、よし見つけたら必ず手に入れてフフフフってめっちゃ笑ってる。よくわかんないけどスイッチ入っちゃったみたいだね。なんか結構ね、右上とかのね、なんかメンバーの話も結構なんか注目だよね。気になるよな。おや？私これちゃんと探索してきてるか？マップ見よう。あ、こんな感じだったっけ？いけてるマップ？いってる。あ、行ってるっぽい。大丈夫そうだね。よし、行ってみよう。次進みます。研ぎ澄ませ。よし。くそ。なんだよここ。金色すぎでしょ。目が痛い。マジかよ。マジかよ。特別歪みがひどいな。建物の形をなしてない。しかも拾った地図にここのことは載ってない。載ってなかったっけ？己の眼力のみで、真実を見抜けなければならないわけか。よいしょ。まずは探索。こっちかな？降りれない。降りれた。ほい。探索。宝箱ゲッチュー。ラッキー。宝箱ゲット。うわー、まずい。おお、まずい。正面から行ってしまった。敵4体大丈夫。数が多いだけだ。そうだ、数が多いだけだ。敵3体ダウン。了解やるな。了解した。バトンタッチでもう一人の俺だ。蹴散らせ。ごよいいぞボクサー。動く楽勝だぜ。いけー。いいかいやるぞ。もしかして私ペルソナ上手か？ペルソナ上手かもしれない。大したことないな。大したことないな。こっち？壁？なんということだ。嫌というほど奴の歪みを味わったつもりだったが、こんな奇怪な光景を生み出すとはな。っていうかどこに行ったらいいわけ？先に滑りそうなとこなかったよね。あれ？なんだこれ？うわ、剥がしたよ。なんか出てきた。壁ってか壁じゃなかったのかよ。なるほど、カモフラージュが気づかなければ永遠に寒いところだったな。やるじゃねえか。やるじゃねえか。
おお、スカルお手軽だ。やるじゃねえか。いや、偶然だけどな。他にも同じようなことがあるかもしれない。気をつけていこうぜ。そうなんだ。あんの？ここはないってことでいいのかな？進んじゃおう。ワープした。見た目通りつながりも歪んでいるわけだな。じゃあこっちね。これあれ、なんでこんなところにあの絵が？パレスなんだ。どうせ幻の類さ。あ、トハさんいらっしゃい。こんにょららん。こんにょららん。こんにょららん。こんにゃららん。こんにゃららん。こんにゃらら。こんにゃららん。こんにゃらら。こんにゃらら。こんにゃららん。こんにゃら。こんにゃら。こんにゃららんらん。何の歌かは知りません。でもここにあるってことは何かこの空間とも関係があるのかもな。何か探索探索。お金がなくなっちゃったからね。おや、これってあれ戻ってきちゃった。なんかジョーカーたち可愛いから。そうだよ。なんかね、今デフォルメされてる姿にね変えてる。だな。あれ違う。これってあれおかしいな。ね違う。もう最悪。興味ないね。ちょっとマジで分かんなかった。間違っちゃったみたい。やり合うな危険だ。まともにやり合うなって言われてもな。まだ終わらないぞ。可愛いでしょみんな。可愛くなってるやろ。ほら。でも音楽も変わってるんです。このおかげで。いいでしょ。レベル20に上がったっけ？いいや。あんちゃん可愛いやろ。可愛いよね。めちゃめちゃ可愛い。よし筆を洗うよりたやすい。研ぎ澄ませ。筆を洗うよりたやすい。こっち。あれこれってなんか同じとこ戻ってきちゃうな。これってあれどうなってるんだ？こっちじゃないってこと？こっちの先なんか行けそうじゃない？こっちなんか行けないんだよな。こっち行っちゃうんだよな。どうなってるんだ？なあなあ美しい。お？あ、当てたら道が変わるんだ。へえ。他の子も見せたいんだけどな、デフォルメ。みんな登ってこれてる？来れてないね。オルガナも変わってるんやで、一応これデフォルメされてるの。走ってる時足くるくるなってるのかわいいな。ボックスも結構可愛いと思うんだけど、これ以上近づけない。そうみたいね。来た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 。よしなあなあどっちだろう。なこれじゃない気がするな。これはやれやれ。お、宝箱ゲッチュー。これからは変わってるんだよ。なんかちょっとだけ。なんかちょっとだけ違うんだよね。なんか目がね、クリッとしてる。感じるぞ。これだね、本物。なあそうだな。天才だから私にはわかるよ。あたいには分かっちまうんだな。
ぽいけどなあえ、違うの？え、どこか、髪の毛が違ったかもしれない。うわ、髪の毛違ったかも。髪の毛前に垂らしてるもんな。さあ、最悪だ、ミスったミスっちゃった。みんなの目の方が曇りなき眼で見定めてるな、みんな。さすがやな。頼りむずすぎるだろ。ほんまやな。弱点が狙えるな。行くぜー。完璧だぜ。イエーイ。さていや、やらかしてしまったぜ。いや、わかる、私わかる。これです。違う、これでもない、これでもない。研ぎ澄まあ、違うね、これ。ここなんか調べられるの。え、隠してるやつじゃん、これやない？ずる、そういうことするの。うわ、何枚もあるの、これ全部違うじゃん。うわ、隠してやがった。これですね。前に髪の毛が垂れてて、後ろにこの木が描かれて、しかも服が赤い。これがさゆり。なあこれ本物。そうだな。たくさん並んでるのは全部偽物で、本物のさゆりは最初から隠してあったんだね。なんて汚い野郎だぜ。あれあれ、どこ飛んでったんだどこ飛んでった？どこかどうだろう。同じこと言ってる同じことウェイウェイウェイ言ってるだろ。あたいはちゃんと見てるんだよ。どこ行けばいいかわからんね。一旦こっちか。くそ変化が生じてるはずだ。オッケー。あ、ここ黄色くなってる。ここだ。あれ違う。あれあ、こっちか。こっちか。こっちだ。よかった、合ってるみたい。気をつけるように歪みがますます強くなってきてる。オッケー。おっと、これ取る。あたいの目はごまかせないよ。ブランクカードゲットした。なんもないね。まだらめてんのさ、このポスターよく見たらまだらめちゃんと書いてるんだね。これ見てこれ。おしゃれじゃん。おしゃれだと思う。デザインどう？私もこのポスターになりたい。ね、トンハさん、私もこのポスターになりたい。どう？まだらめてみたいな。ニョラコテンみたいな。これどうすか？自分。いけるっすか？なれるかな？あれはダメか。あ、あれは。やはりまだらめ。ことは後ろになるのがお宝？ここからじゃよく見えねえ。もっと近づいてみようぜ。お、もうなんかお宝来たぞ。短くない？ここのマップ。余裕すぎん？さすがに。おい、すいません。ここで見ろって。あそこか。よーし。もやもやしてない？もやもやしてるね。今はな、予告を出してまだらめに奪われると認識させりゃお宝が実体化して、ヤッホーこんにちはよ。やっほーこんにちはよ。どういうこっちゃ。やっほーこんにちはよ。どういうことですの？説明してほしい。まだ罠があるかもしれない。そりゃそうよね。罠あるかもしれないよね。どんな姿だろうな。うん。さてな、自画像とかじゃねえの？いや、あるかもしれない、ワンチャン。やっほーこんにちはなのよ。どういうことよ。まだらめの現実をどういうこっちゃここまで歪ませた根源か。
水飲みます。でどうなんだよ。これでルート確保ってことでいいのか？場所は分かったが、こりゃルート確保とは言えないかもな。え、マジで？あ？なんでだよ。周りを囲んでいるあの赤外線か。はあはあ。しかもさらに外側をかなりの数で固めてる。強行突破は難しいだろう。奪う方法まで目処つけなきゃってことか。鴨志田より手強いね。え、可愛くない？ここよく見えるじゃん、みんなのデフォルメ。可愛くない？だがもう一頑張りだ。このフロアを調べて回るぞ。これめっちゃ見れるじゃん。ちなみにどれぐらい変わってるかと言いますと、こんな感じね。可愛いよね、みんな。このね、フォックスの走り方がね、わかる？このあられちゃんバスリで可愛いんだよね。走れない。近い近い。距離が近い。見れないかな。ほら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 、金ちゃんバスリ。あられちゃんバスリでいいじゃん。可愛いんだよね。可愛いよね。このニューシネマウェアっていうのにするとそうなるらしいんだけど、なんか別のにしてみよう。秩事服、ダンシングウェア、侍処理しよう。あ、モルガナないな。よいしょ。あ、なんかこんな感じなんだ。どこ？モルガナどこ行った？モルガナどこ行った？あれ？モルガナは？あ、いた。モルガナこんな感じなんだよね。さっきの方がデフォルメなんとなくされてるくない？わかる？わからんか？ビューン！衣装だったらそう。ハリーポッター？このローブがってこと？どこだろうねこれ。グリフィンドール、ハッフルパフ。こんな感じ。かわいい。おなあ、なんでみんなそっち止まってる？それこっち来いよ。なんかみんな止まっちゃってて来てくれない。あ、来てくれてるわ。会話いいね。会話社長こういう感じだもん。確かになんかジャケットみたいなやつ。会話おじけついちゃったかね。ほんまによ。ちょっと待って、みんなお揃いがいいな。おそろっちがいい。みんなおそろっちがいい。これだとモルガナだけないからさ。モルガナ服少ないんだよね。バローズ衣装。あ、ないな。おそろっちがいい。おそろっちがいい。おそろいない？羊服。モルガナないな。これあるな、みんな。よし。これどうでしょうか。おおなんか怪しさ倍増した。シャドーワーカーやばない？なんかこれみんな。なんかおしゃれっすかこれ。怪しくない？ね、怪しいよね。モルガナとかなんかもう怖いんだけど。黒い猫になってるよ。あ、こっち行けないじゃん。こっちから行けなかった。音楽が変わるかもしれない。いや、モルガナめちゃめちゃ怖い。認知が薄いか。セーフルームがあるかもしれないぞ。なんかブリッツなんだっけクマのやつ、なんかクマのやつみたい。わかる？なんかクマのさ、なんかさマスコットなんて言えばいいの？キーホルダーみたいなのあるじゃん。あれみたい。有名なやつ。あれっぽい。いや、あれっぽくもないか。
怖い。リュウジもなんかかっこいい。なんかこれドフラミンゴっぽくない？ドフラミンゴなんだっけ、ブリッツなんだっけな、ブリッツなんだっけな、忘れちゃった。言葉がもう出てこない。ブリッツベアみたいなやつかな。ドフラミンゴじゃんこれ。間違いない、ドフラミンゴ。髪型も髪色もそうやし。ね、プリッツ食べたのさっきから連呼して違う。クマのなんかキーホルダー有名なやつ思い出したんだけど言葉が出てこない。あ、ね、ドフラミンゴだよ絶対に。ドフラミンゴ見えるくない？この格好、座り方といい。どう？あんちゃんはなんか女性だからちょっと赤っぽいんだね。これバタフライメガネみたいな。いい感じに怪しい。てか光めっちゃ出しすぎじゃん目から。どう？横に光行きすぎじゃない？これさて行くとすっか。まあリュウジはちょっとお留守番。逃走中のハンターかなとか言って。41歳外に出るとは売れすぎてついに光り出したかとかで目がめっちゃ光ってる。キラキラしてたね研ぎ澄ませ今。よーし。回線切ればね、こっち開けたいな。あ、開かないわ。この扉は開かないようだ。気を取り直して他を当たろう。よっしゃ。引き返線を切ろう。シャッターを開けよう。いいね。よっしゃ。ね回線を切りますか？でもすぐ、あ、何も来ない。エラー！最高度セキュリティのためまだらめ館長以外アクセスできません。なんだって？電源落とす。できるのかそんなこと。お、何事だ？なんだって？あ、わかりません。突然電源が間もなく予備電源に切り替わります。ああ、なるほど。驚かせよって。いや、まさかこれも。おい、誰か！あ、バレたぞ。ちょっと。まずいぞ。電源を触ったのは貴様たちか。お呼びでないのが来やがった。お、マカミちゃんだ。多分。お、音楽変わった。生かしてるな、音楽かっこいい。あ、歌なしなんだ。でもつけるんじゃないか。歌詞はないけど音楽は確実に変わったね。いいね、こっちの方がなんか結構ノリ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 だぜ。何の曲なんだろう。どのシリーズの曲なんだろうな。かっこいいね。お、ここも変わってる。見て、私がレベルアップしたレベルアップ、ニョラコのレベルアップってなってる。どう？いい感じ。ちょうど私の頭の上めっちゃいい感じや。あ、びっくりした。結局できたらシャッター開けるだけか。あとは照明を少しなら消せるぐらいだな。赤外線は打つでなしだ。仕方ね。シャッターの先を調べてみようぜ。了解。戻ります。いいよ、レベルアップ。あたいのレベルアップよ。なあ。扉探すにもさ、絶対行ける場所ないでしょ。
バレる。この先だな。正け体を見せろ。おお、なんかすごいことなってる。いや、かっこいいな。上がるぜ。おろ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 。順調だ。レベル2くらいに上がったかな。私まだレベル逆に1だったの。1だったの私。さて、 1が2になったの。やった手を洗うよりたやすい。どんだけ私レベルアップ遅いんだよ。経験値めっちゃ稼がなあかんやつやん。あれじゃん、今やってるアニメみたいじゃん。なんかヘルモードで始めたからレベル上がるまでめっちゃかかるよみたいなやつ。宝箱があるじゃないか。これ私いつの間にヘルモードやったんや。ヘルモードでやってたんか。人生ヘルモードって嫌じゃない？何のやつだ。ヘルモードでなんとかコンとかってやつだよ多分。アニメこのままだと思う。本気やってるやつだね。虫の作務医で合ってるこれ。合ってる。作務医。なんか言い方他にあるのかな。誰も着ないのこれ。来たら上がるんじゃない？雑業。うわ最悪。なんて読むの？作務作務何ですか？何？おいおいおい、いたずらに雑魚使うんじゃねえぞ。挨拶と間違ってた？なんて読むの？なんて読むんですかこれ。雑念から解き放たれた心が軽くなりそうな作業着だって。なんて読むの？寒い？寒え？寒え？どう？寒え？ファイナルアンサー。寒え。合ってる？サムエでしょ。サブウェイみたいな。はい。やったー！サムエやったー。賢くなった。ふう。いいじゃんいいじゃん。着て上がるやん。主人公にしておくか。主人公がやられちゃったらな、このゲームオーバーになっちゃうんで。回避めっちゃ下がんな。いいか。正解です。やったー。サムエなんだね。いや、サブウェイにしか思えねえ。ダメだ。サムエがサブウェイにしか思えねえよ。どうしよう。待ったぞ。なんでサムエなんだ。作務医じゃないの。そういえば変えてなかったな。雑魚畜生。畜生。おっと。オッケー。なんか成り行きでこっち来てしまったか合ってるんだろう。サブウェイ。サブウェイ好きなんだけどさ、サブウェイのさサンドイッチっていうか食べ物あるじゃん。パンあれさトマト入ってるじゃん。結構あれトマト抜きにできたらめっちゃ最高なのになってずっと思ってんだけど。セーフルームどこにあるかマジでわからん。てかあるじゃん。ここに入ってなかったっけ。うわ入ってなかった。危ね。危ない。
サンドイッチのトマト苦手なの分かる？いやもうそもそもだけどさ、トマトがめっちゃ嫌いなのにさ、サンドイッチの中に入ってるトマトとかが食べれるわけがなかろうになかろう。サンドイッチのトマト分かる？みんな苦手なの？あ、パンべちゃべちゃなの許せ。いやそうよな。トマトがそもそも許せねえのに。うわ、サブウェイは自分で選べる人抜けばね。いやなんかさ、そのさ、大体さね、店行かないでさ、持ち帰ってさ、注文することの方が多いから抜けないんだよね。店に行けば抜いてくださいって、まあ、言えるよな。それはそうよな。店行けばいいの。いや家の近くになくない？サブウェイって結構なくないなくない？ハンバーガーもトマトいらない。カレーのトマトも許せん。カレーのトマトは絶対許せん。ただでさえ食べられるカレーなのに、食べられないトマトなんか入れられちまったらもう終わりだよ。カレーのトマトなんてハヤシラジですやん。なんか夏野菜カレーが許せないんだけど。で、夏野菜カレー許せないやついない？ここで、今スレ立てるから私、夏野菜カレーが許せないんだが、誰か同じやついないかっていうスレ立てるからよ。サンドイッチのトマトは普通のトマトを使うと水っぽくなりやすい。ファーストトマトを使うと水っぽくなりにくくて良いですが、ファーストトマトは季節物なので通年出回ってません。さすがどんぐりさん、なんか情報通な。クソわかるわかる。つれ立てたらつれ立てられて出た書き込み。そう夏野菜キーマカレー、カレーマジブリわかるよ。サンドイッチ伯爵来たとかどんぐりさん、サンドイッチ伯爵だったの？戦争かとか言って。クワーク長さんカレー好きだもんね。いやいいの別に。普通のカレーは私も大好きなんだけどね。違う、夏野菜カレーが許せないって言ってんの夏野菜カレーが伯爵がこう宝爵垂れてる。宝爵漢字むずい漢字むずいのやめて。漢字むずいのやめてね。どうもサンドイッチどんぐり伯爵です。伯爵どうする？伯爵脱魚畜生神戸垂れてるっていうの。神戸って神戸じゃないよね。宝爵じゃないの？むずー読めないガチで。あ、なんかドグーマンみたいなの来た。ペットフードはドグーマン宝爵ね。そう宝爵ドグーマン来た。それは神戸を垂れてつくばえ。なるほどね。神戸を垂れろ。いいね。ガル弱点なんだ。墓から目覚めた祖人？読めない。漢字むずすぎる。祖人？どんぐり伯爵なんかどんぐりサンドイッチどんぐり伯爵サンドイッチとかなんか食べ物詳しいよな。直通なのか。まずい。何なんだろうね、夏野菜カレーが苦手なの。やばい、なんかもしかしてだけどないわ。SP ないわ。アイテム使っちゃおう。SP 回復ないか。どうしようか。30ぐらい回復しとこうか。これだ。親神って読むんだ。親神って難しいね。なんかやっぱそのなんつうの専門用語みたいなさものってさ読み方むずいよね。食べ物好きです美味しい。いや美味しいはわかる。美味しいよね。洗脳されてる。まずい。最悪なんだけど。
おやめろおやめろ。目を覚まして。まずいです。私に任せて。夏野菜カレーは野菜を素揚げして後乗せくるのが美味しい気がしますけどね。そうでしょ。意を示せ。いや、夏野菜カレーは見せただけでいい。私さ、給食にさ夏野菜カレーが出ててさ、その夏野菜カレーグリルなんでグリルすると美味しい。いや絶対うまい。後乗せなら許せる。まだ後乗せなら許せるのに、なんかその私がその嫌いなのはね、給食にね出てたんよ、その夏野菜カレーがさ。なんかそれはもう全部ぶち込まれてたの。なんかトマトもナスもピーマンもなんかもうわからん、他にも夏野菜だと思われるものがねぶち込まれてて、なんか苦かったんだよね。なんか全部の野菜がカレーに溶け込んじゃってるから、もう本来のカレーの味プラス野菜のなんかもういろんな味みたいな感じになってて、なんかねそれがもうね美味しくなくて、正直その状態のカレーがねもう許せないもう許せないんだよ私は。ただただカレーは美味しいのにそんなんされたら美味しくなくなっちゃうよ。だから煮込まれてたんよ。ズッキーニもナスもトマトもダメなんです。勘弁してください。もう焼く前やな。あ、いらっしゃいアイリスさん、いらっしゃい。でも頑張ってカレーに入れなくてもいいき。そうでしょね、いや地獄やね。カレーにもやしって合わなそう。食べたことない。でしょ、夏野菜カレーね、夏野菜カレー基本に朝にだから煮込まなきゃいいのにさ、煮込むんだもん。しゃあないやろ、煮込むんやから。許せねえよ。ほら許せねえ。もやしは炒めなきゃ。夏野菜過激派夏野菜自体は別に嫌いじゃないんで、私トマトは嫌いだけど、それぞれは別にそこまで別に嫌いなわけじゃないの。野菜は普通に食べられるから、トマト以外はね。なんだけどもう夏野菜カレーが苦手なだけなの。カレーの思想強い。違う、給食が美味しくなかった。給食の夏野菜カレーが本当に美味しくなくて許せないだけ、マジで。でさ、私さトマトが嫌いじゃん。しかも給食でさ、そのカレーにさトマトが入っちゃったばっかりに、夏野菜カレーの時ご飯食べられなかったんよ。わかる？給食流行りの無水カレーはほぼハヤシライスでトマトで水出したりするってこと？確かに無水カレーとかやったことないよ。だから給食のカレーまずいまでしょ。だからまなのよ、まいやほんとって感じじゃん。でだったの許せねえんだよ、それが。ほら許せねえだ。なんかその子供にさ野菜食べさせようみたいな魂胆なんだと思うんだけど、あとその栄養バランス的な意味でねなんだと思うんだけど、でもそのおかげで私はだからカレーが食べられて栄養摂取できないわけだから、本末転倒。本当に。いや普通のカレー出してくれたらいいさ。それで普通のカレー出して、なんかその夏野菜は他でなんか給食で別のメニュー出してくれればいいのに。まずかった給食はイワシのハンバーグとかってやつがよかった。魚ハンバーグはね当たり外れあるよね。私別にそんなめっちゃまずかったとかめっちゃ苦手だったとかないけど、まあ別に普通のハンバーグでよくねって思ってた。石いただけ。こいつで最後みたいだな。なんか言い方僕ない石いったぎーって言ってたよ。石いったぎーいいけどさ、可愛いからいったぎークラスのほとんどの人が綺麗それだけ残して。いやまあでもさ待ってくださいね。うなるなのさんいらっしゃい。ゆっくりしててください。こんにちは。もしよかったら雑魚っていうポイントあるので、もしよかったらそれでそれとかでも挨拶とかもしよかったらしてってください。はい、雑魚ね
おでん嫌いな僕は大変。おでん嫌いなんだ。煮込まれてる野菜とかが苦手ってこと？それなんか練り物が苦手とか、なんか練り物苦手とかたまにいるよな。なんかみんな意外となんか好き嫌いあるね。あれいいじゃん。おでんのスープ嫌い。そうなんだ。ジョーカー宝箱だ。開けるぞ。待って待って、その前に待って、敵がいるだろ。暴いてやる。いらっしゃい、へいらっしゃい、ゆっくり振ってくれねい。いらっしゃい。こちらの先生だ。嫌いなものが出てきたら給食は地獄とかす。いやマジでね、本当にそう。いやなんか別にそのメインメニューじゃないものが苦手なものだったりとかさ、別に友達にあげたりすりゃいいだけだからよかったわけど、例えばデザートってついてくるじゃん、時々さね。でそれが例えばイチゴとか私が食べられないフルーツで、なんかそれは別にもう喜んで好きな友達にあげれてたから、なんか別にそういうのは別にいいんだけど、なんかカレーとかさ、なんかそのイワシハンバーグとかさ、野崎さんいらっしゃい、なんかさメインメニュー来られるとえぐないっていう話なの。そのなんか避けられない、避けられないのがなんかやばいなって、ね、やだなって感じなんだよね。やばいよね。ていうか中に入ってたでかい昆布が嫌いだったかもしれんが、なんか昆布居座るよね、出汁取るからね。出汁のね、そう、その日はもう何も食えんっていうのがえぐいんだよ。白米だけでご飯私食べられないからさ、なんかそのだからそのちょっとほんとちょっとだけカレーのその苦くなってるカレーのルーもらうみたいなさ、なんでそんな思いしてまで食べなきゃいけねえんだみたいな。もう悲しいよ私はよ、悲しいんだよ。嫌いな給食の話をしてる。そうだよ、野崎さん野菜嫌いだからめっちゃ話ありそうやな。おでんのスープ美味しいと私は思うけどね、出汁が効いてて。でも苦手な人もいるんだね。おでん嫌いな人結構いるかもしれない。でもどうか基本的に嫌いというのはなくてね、いやどんぐりさんそれがねマジでねなんかな羨ましいよ私は。食べれるんだったら食べたいもんだって。だけどどうしてもダメなのよ。ダメなものはダメ。そう縫い初めて仲間だった。正月に出てくる紅白ナマスとかマジで意味わからん。いやもう食べないそんなの。もう食べへん。ナマスってなんですのって感じだもん。だってなんですのなんかその縁起がいいんだろうね。以上。縁起がいいんでしょうよ。いいんでしょうよ。以上。時代がね、給食はサラダ系苦手。なんだドレッシングとかもなんか酸っぱいのが苦手とかいうのあるやん。ドレッシングって基本なんかちょっとさ、なんかこう酸味があるじゃん。なんか酸味が苦手みたいなのは私友達でもそうだもん。友達もそういう子いるから、それはなんかわかるかも。酸っぱいの嫌みたいな。口に入れた瞬間おえってなっちゃうんだ。嫌いな食べ物。ナマス何ってなんかそう大根と人参大根の酢の物みたいなやつね。そう大根とかを酢であえたやつ。なんかそれ以外だったらな別にないんだけど、ナマスっつうのがなんか知らんけどダメなのかもな。なんか知らんけど。給食小学校の給食で出していい白物じゃねえ。昔は酢の物多いね。なんかきゅうりとなんだっけ、きゅうりとわかめとさタコのさ酢の物、あれ別に好きなんだけどな。でもナマスとかはねなんかちょっとね話変わってくる、流れ変わる。おやみたいな、おやおやみたいな感じ。演劇ないんだ。演劇できないんだ。アイテム使っちゃおうか。嫌いなんだ。私めっちゃ好き。なんかキュウリの酢の物めっちゃ好きなんだよな。なんか知らんけどめっちゃ好きなんだよ。なんか夏それだけ出してくれって感じで、それ食べたいみたいな感じなの。こんなものあるよ。ありますやん。
やだな、どうしようか、仲間に入れようか。まずい。タコがタコ苦手なんだ。今は昔よりアレルギーとか多かったりするし、無理して食べなくても生きていける。好きなもの食べよう。伯爵伯爵大したことないな。野菜一口でも食べろという小学校のイカたルールをしてサラダ行った時ほんと泣きそうだった。いやでもさ、残さず食えみたいな、なんか残す全部食べるまで休み時間いけませんみたいなシステムなんかあったじゃん。いやなんかうちのね学校ねそこまではなかった気がするけど、なんか聞くけどね、そういうルールありましたみたいな。でもよその人とご飯よその人とご飯食べるとき何でも食べるとか空気悪くしたのは事実。残すことを日常化しないって大事。そうなの。私もそう思うわけだから、出されたものを食べられるっていうのはめっちゃ大事なことだと思うわけ。私も食べられるのであれば残さず食べたいわけなんですよね。なんだけど食べてあげるの禁止とかもわけわからんよな。こっそり食べてあげてたではよく聞くけどね。おいこれお宝の真上じゃね？譲渡できない。結構きつい。工夫もねできないよな。もうなんかその給食でもう工夫なく出されてるものをさ、ゆろこちゃんは許される、可愛いから許される、ありがとう、そうなんだよね、食べれないって食べられないって伯爵がひいきしてるおかわりできないルールね。まあそういうのはまあでもしょうがないよね。他のもの残してるから他のなんか食べたいものだけ食べるの禁止ねみたいな。まあ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 
ちょっと難しいですね。ちょっとむずいですね。むずいですね。野崎さん100日ありがとう。今来たわ、ありがとう。って感じですね。焼き芋ダメな子がいて結局入ってた。だからそれは本末転倒だよね。だからただただその子のさ、これからさ、そのさね、さつまい焼き芋がさ、もう一生ダメになるトラウマを植えさせてるじゃん。それっていうのはさ、食べたら吐いちゃったっていうさトラウマを植えちゃってたらさ、大人になってもう一回再チャレンジしたくなる気持ちをさ失わせてると思うわけだから、なんかそこまでするのはちょっとなって思うんだけど、そうなの。無理してまで食わせる必要はねえかなって思うから、ちょっとずつでもチャレンジしてみようかぐらいで、やっぱ無理だよね、そうだよね、無理しないでねぐらいの方がいいとは思う。私もその野崎さんのルールも結局だから、なんか食べられる子からしてみたら、あいつあれ食べてないのになんでおかわりしてるんだよみたいな、わかる？なんかそういう感じにもなっちゃうかもしれないし、かといってなんか好きな食べ物があるのに食べれる子だけなんかそのおかわりできるっていうことにしたら、食べられない子がかわいそうだなっていう気持ちもわかるけど、みたいな感じ。いや、わかる。そう無理に食わすのは良くないと思う。そう、いつか美味しいの出会えたらいいよねはマジであると思うわ。わかる。たまたま給食のだからその夏野菜カレーが私の夏野菜カレーみたいな感じで美味しくないだから嫌いみたいな感じのままじゃなくって、どこかで美味しい夏野菜カレー出会うかもしれないから、そこまで別に眠らせておいてもいいと思うよな。やれやれ。給食に関しては子供の人に合わせた給食作るのかって話、確かに給食の量少ないじゃん。だからおかわりできないこといつでもお腹空いた記憶ある。給食の量少ないかな。それなんか地域によるかもな。なんか最近のなんか給食問題でしょ、それって。なんか本当にさ、なんかなんて言えばいいの、簡素な簡単なちょっとした料理しか来ないみたいな、なんかそういう感じってことじゃなくて、ワイヤーは助かるって言われてるか。かわいそうだよな、あれ本当に。
うん、うちの地域もね、結構普通に量はあったかな。少なくなかった。野崎さんとかが多分そういうのに巻き込まれてる地域なんじゃない？かわいそうに。ちょっと中学の頃は唐揚げ1個でご飯食べるだった。かわいそう。地域差がめちゃすごそう、それは。うちは最初少なめで、その後足らなかったらさ、給食ってさ、そういうルールじゃなきゃダメなの？そうなの？何？平等にってこと？どういうこと？どういうこと？話聞いたかった。ごめん。話聞いたかった。ごめん。話聞いたかった。なんだって？あのフックで降りるつもりか。降りたとは見つかってしまうだろう。あ、これ闇に乗じてか。さっき電気消せるって言ってたもんな。いいぞ。振りかけつけろ。休み出たらその子の唐揚げ奪い合い。まあ休みの子がね出たりとかしたらね、奪い合い怒るよな。多めとか言ったら怒られた。待て。でもそれで野菜とか苦手なものさ出てきたらさ、なんかご飯おかわりできないみたいなのさ、それなんかさ違うな。わかめご飯出た時は涙出た。わかめご飯舐められないの？我が輩にいい考えがある。見分けするんだよ。制御室で電気を消す側からクレーンを操作する側から我が輩、降りる我が輩。タイミング合わせてお宝いただくって寸法さ。大丈夫か？最後まで気づかないでうまくいくのかよ。他にいい手もないだろ。時には大胆さが大事だぜ。構わない。冷凍みかん意外と争う。冷凍みかん争ってました。はい、争ってました。はい、争ってます。美味しいじゃん。さすがはジョーカー。回答の心意気っていうのが分かってるな。褒められちゃった。じゃあ決まりな。これで本当にルート確保だな。マジかよ。いよいよ予告の出番だぜ。ということでですね、なんだかんだ給食の話してる間にルート確保まで来ました。どや？一旦ちょっと待って、止めるわ。わかめご飯はおかずなくても食べられる。あ、確かにね、いいよな。冷凍みかん出なかったのか。冷凍みかん戦争起きてます。起きるよね。頑張って食べ終わっておかわり行っても遅いから野菜くらいしか残ってないって。そうなんだ。かわいそう。でも速攻で苦手な食べ物をさ、もうさ、いろんなご飯と一緒にさ食べてさ飲み込んじまってさ、おかわりするしかねえな。麦飯と五目ご飯個人的に好き。でも麦飯を覚えてない。だかな。五目ご飯はね結構好きだったかもしれない。クラスまたいで冷凍みかん手に入れいるけどさ、隣の教室とかね行ってなんか残ってないみたいな。いやいたけどさすがにそこまではやってなかったら。なんか私はなんかそのなんか嫌いだったのかな、わかんないけど結構なんかデリー系の食べ物とかは譲ってもらってたの。結構なんかいい食べるっつってなんかもらってた。給食の野菜主張強い、流し込めないかわいそうにかわいそうに。結構ね、だからね、うちはなんかわがままが融通聞いてた。どのぐらいの量ですか？だってみんなが配膳してたから、なんていうの、その先生とかじゃないじゃん。普通になんかその生徒たちが配膳してたから、別に量とかも自分たちで決めれてて、多め少なめみたいな感じで、足りなくなったら多い子からもらってた。なんかもうみんなで一斉にいただきますするから、足りなくなっちゃったってなったら、もうなんかちょっと多い子からごめんっつってもう一回その足りない子たちにあげてたから、なんか平和だってよ、そう考えたら。そもそもなんで牛乳で流し込むんやって。牛乳じゃ絶対流し込めない。ご飯だよ、ご飯。牛乳250リットルって水分足りないやんけ。毎回喉詰まって生死の境さまよ。どんだけよ。どんだけなんよ。おもろ。みんな必死だね。でもなんかね、その夏野菜が苦手じゃん。でもそのトマトとか夏出てくるじゃん。結構なんかサラダの上にトマトがさ、なんかこうなんつうの、こう敷き詰められてる時があるわけ。そういうなんか野菜が出てくる時があるわけよ。
もうそん時はほんとさ、トマトがさ、かかってないさ、4つ角をくださいってもう一番に言ってた。マジで無理だから4つ角をくださいって言ってた。4つ角のそのトマトがかかっていないところをくださいって言って、私はいつもそれをもらっとった。もう絶対そこしか食べられない。米粉パンで死にかける。米粉パン食べたことない。生徒で配ってたけど、多めに配膳するように、賄賂してたのはみんなで作り合う合戦が始まってた。なんでダメなの？ちょっとぐらい多くてもよくない？だって給食全部余らすよりマシだと思うけどな。ミネストローネ最悪じゃん。ミネストローネとかもね、出てたかな。でもなんかスープは結構好きだったんだよね。ミネストローネを美味しく食べてたかどうかちょっと記憶ないけど、なんかね、別にね、トマトの主張が激しくなければ、ミネストローネも別に嫌いじゃないんだよね。苦手なやつ避けるためにこうしてたばっかり。交渉しなかったら食べられないもんだって。パン時々しか出ないよね、でもね。多いやん。ケチャップは食べられます。だってケチャップはトマトじゃないでしょ。この感覚慣れてたのと正義感女子。なるほどね。みんな我慢してやってるんだから、ズルはダメだよ。ねえねえねえ、先生ダメって言ったよね。先生、何々くんと何々くんが結託してます。やばいじゃん。みんな我慢して食べてるじゃん。いや、いるけどさ、でもその子が悪いわけじゃないからね。でもその正義感強い女子が悪いわけじゃないの。ここで悪者にしちゃいけないの、そういう子たちは。だってその子たちはルールを守ってるわけだから、ルールを守ってるからこそルールを守らないやつが許せないから、そういう風に正義感を持ってその言いたくないことも言ってくれてるから、その子たちは悪い子じゃないからね。言っとくけど、悪いことをしてるのはそのルールを逸脱して、おいちょっと多く入れてくれよって言ってるやつの方が悪いのは悪いのよ。いや、そうなのよ。みんなここ勘違いしないでくださいね、これは。これ勘違いしないでください。あの子たちだって言いたくて言ってるわけじゃないんだから。作っちゃう子とかね、正義感を持ってなんかそういうこと言わなきゃいいのにみたいな気持ちにはなるよ。こっちはズルしてるから。ズルしてたら思うけど、その子が悪いわけじゃないから、それは。いや、3年 B 組ニュラハチ先生ニュラハチじゃねえのよ。ニュラコ作ったらいくらもらえんの？チクランよ。チクラン別に。いやもううざすぎることとかチクったかもしれないけど、本当にうざいみたいな。いや別にそんなかったけどな。苦手なものが日常的に出てくる食べ物ばっかりだから、苦手な食べ物多いねってなっちゃうのないじゃん。そうね。そう。その子にとっては悪意ない純粋な正義だから、悪いことは悪い、ダメって言われることはダメだからやっちゃダメって言ってるだけだから、その子がね、チクリマって職業だったのやとかもらってない。別に裏でありがとうな、教えてくれてみたいな感じで、別にバッグもらってるわけじゃねえから。別に特定の人にとって当たり判定でかすぎる。当たり判定とかちくりで日銭稼がんやろ。ひどないそれ。ちくりで私日銭稼いでんの。今日もいくらか、なんか今日2件なんか作ったからっつって200円みたいな感じでありがとうなっつって後でいや、ないでしょ。それだったらズルしてる子たちに融通聞かせて、なんか自分が好きな給食に出た時とかにそれは譲ってくださいみたいな感じで、なんかそういう交渉した方がいいような気がするけどな。週刊号ちくりで生活してます本出すか。ちくりで生活、ちくりで日銭稼ぎっていう本出す。内職かなとか言って、今日は10人も作ってやったぜへへへとか1回ちくりごとに500円だったらやるかもしれない。ごめんみんな、すまん。500円もらえんだったらみんなのこと作っちゃうかも。ごめんね私の前で悪いことはしない方がいいよ。すぐ作っちゃうからね。あ、カッパラさん、ニョッスニョッスおもろすぎるだろ、さすがに。
なんか私作って日銭稼いでることになってるんだよね今。作らないよ。作りません。いやおもろいな、みんなの学生の話聞くのウケるな。マジおもろいんやけど。男子誰か売るようなことダメだよね、ちゃんと男子ってお前が一番作ってんじゃん。作りまだったこう給食の量少なかったな。だから我慢してるんだよみんながさ。本当になんか多くしちゃダメだよとかってそう言ったりなんかそういうルールなわけじゃん。だからちゃんとそうやって言ってるから自分の給食の量を多くするわけにはいかないんだよ。だからそのカルマを背負ってるんだよその子は。そうやって人に言うことによって自分はそのルールをしっかり守らなければ示しがつかないと思ってさ、ご飯たくさん食べたいかもしれないけどさそのルールを守ってやってるから給食少なくしてるわけじゃん。かわいそうにそうだよなんかそういう風になってるんじゃない給食のパン届ける係おって、なんか給食係っていうのあるけどな、なんか回ってきてさみんなで給食あれじゃん、なんかその配膳したりするじゃんか、片付けるのと配膳するのとみたいななんかみんなの話聞いただっけ、うちのなんか学校って結構平和だったんだなーって思う。なんか別にだから食べなきゃ遊びに給食食べた後に昼休み行くのとかも別になかったし思うし、なんか別に嫌いなものはもうなんかもう分かるからみんなそもそもだけどなんか献立表みたいなのあるじゃん。その1週間とかのさ給食いつこういうのが出ますよみたいな献立表みたいなのあるじゃんか。あれ見てもうみんな当たりつけてるから、まず出たらそれも新聞みたいな感じで見て、あこの日はこれはこいつにもらうみたいな、もうみんなもうそれでもう決まるからさ、もう早めに誰々に嫌いだったよねみたいな感じで、この日のこの給食ちょうだいみたいな感じとかで全部そうやってもうなんかシステムみんなのこう情報網みたいなネットワークができてるから、なんか全然戦争にもならないし、全然なんか優しい世界だったよ。ちょうどコロナ期だったから配膳係以外は机袖で待機。かわいそうマジで。小学校は修羅場、中学校は動物園、高校わかんないね。賄賂し放題だった。いやだからさ、先にもう賄賂とかじゃないもん別に。みんな平和に食べたい子は嫌いな子からもらうみたいな感じだったから、別に食べたい子が他にもいたのかもしれないけど、なんかそこまでの熱意を持って食べたいみたいな感じじゃなかったから。わかる？その食べたい子いたとしてもね、熱意があるやつだけ嫌いなやつにすいませんこれいただけませんかって先に言っとくみたいな感じだったから、なんか別に平和だったの。コロナ林間日帰り、ちなみに雨最悪じゃん。何しに行ったんそれ何しに行ったんそれ。どうしようかな。すいません、給食の話で盛り上がってるとこなんですけど、実はですね、今回のなんて言いますルート確保はもう実は終わっていましてなので残りの時間はですね、ちょっとここの今 SP 回復してしまったんですが、 SP を使い切ってからちょっと出ようかな。レベル上げとかねしようかなと。ようやく一息つける。おいこそこそ、おい俺のわかめご飯わかめの割合増やしてくれ。マジでさ、わかめご飯さわかめ薄いとこあるじゃん。味薄いとこあるから、それめっちゃ気持ちわかんないけど、私だけですか？皆さんそうですか？なんかご飯のさ、なんか白米目なとこあるやんなんか外れみたいな外れみたいなとこあるやん。あるよねめっちゃあれなんなんだろう外れ引いたここ味薄みたいな。混ざりそうね。あるよね。ウケんだけど。ウケる。お互いの理解が一致した上で協力体制を敷いていく。いい子じゃないか。いいでしょ？私別に作らないし。パス乗って部屋入ったらいいよ。ウケんだけど。ウケすぎ。いや、そう。普通に白米だけのところ来た時、その日一日中、白目だった。おもろ。おっぱさがね、足りないね。おっぱさがない飾りとか、ちらし寿司の外れの部分、わかる。味のないわかめどうやって食べるのって
うちひそいそねえねえ、もう少しさ、お味噌汁やちきで作りを聞く。先生早い早い。なんか目ざとくさ、耳をさ、そば立ててるのはちょっとなんかいかがなものかなと思うけどね。ただ、ルールを守らない方が悪いということだけは先に言っとくれ、ちゃんと。作ってる子が悪いわけじゃないから。かわいそうに。嫌いなのはわかるけど。いや、ウケる。わかるで、ほんまに。いや、めっちゃわかるわ。なんでそんな混ぜご飯なのに、混ぜご飯じゃないご飯食べなきゃいけないのみたいな。白米みたいな。味なしだよみたいな。めちゃめちゃわかんないけど。ちょっと待って、戦いたいから戦えるところに行きたいんですけど、どこだったら敵いますかわかりません。この辺でしょうか？どこでしょうかわかりません。この辺でしょうか？この辺だったらいいかな。やるか。いや、チクリは3回くらい本気で殴ろうか考えたことあったの。3回ぐらい悩んだことあんのウケんな。ないよ、そんなに。苦労してるんだね、あんたたち。暴いてやる。地域で混ぜご飯もいろいろありそうな種類がってことね。でもね、あんま覚えてないな。わかめご飯も出てたと思うけど。わかめご飯の日は野菜出る割合が少なかったら救いの日。あ、そうなんだ。わかめご飯と豚汁の、こんなやった時歓喜。いや、歓喜ね。豚汁マジ歓喜でわかる。春巻き神。なんだろうな。嬉しかったの。給食なんだったかな。何好きだったんだろう。なんか夏野菜カレーの嫌いな食べ物がやっぱ記憶に残ってるから、好きな食べ物意外と覚えてないかも。ポトフなんて出るな。おしゃれだね、ポトフ。ポトフさ、先生、ポトフにさ、なんかトマト入ってる時ないっすか、ポトフに。先生。ひじきの春巻き個人的には感謝。そうなんだ。 ABC スープ地味に好きだった。 ABC スープ飲んだことないんだよ。あったのかもしれないけど、ABC スープだと思って飲んだことないかも。ABC スープないかもしんない。なんか違う、多分セブンイレブンのにポトフあんだよね。でセブンイレブンのポトフってかポトフが好きだから、スープが好きなわけ、基本的に。だからなんかそのポトフ食べたくて買おうかなって考えて、よく見たらなんかトマトが入ってんだよ。あれマジで見てほしい。今あるかわかんないけど、セブンイレブンのポトフトマト入ってんだよね。私もそれでチクしようと思って買わなかったけど、うちはきなこ揚げパンとココア揚げパン。揚げパンの種類そんなある？なんか普通に砂糖かかってるやつ好きだったけど、きなこじゃなかったんだけど。味噌粉だったやろセブンマジで。なんでトマト入れんねんみたいな。もうマジでさ、結構なんかセブンの食べ物ね、最近なんか何かにつけてトマト入れがちなんだよね。なんか結構食べたいなって思う食べ物見たらトマト入ってること結構あんだよ。なんかサラダとかもそうだし、なんでみたいな。食えない、みんなが食べられると思ってトマト入れてるみたいな感じで、私もセブン許してません最近。なんか味噌粉なってます本当に。そんなんじゃなかったじゃんセブンみたいな感じだよ本当に。違ったじゃん、お前はもっとなんか別のものだったじゃんみたいな。ココア揚げパンおしゃれだよな。抹茶揚げパン、揚げパンの種類多ない？自家栽培のトマト使って経費削減してるのかな。いや、だとしたら本末転倒だ。だって私そんなことされたら絶対買わないもん。買いません。消費者を一人失っています。あなたたちは消費者を一人失っています。それによって残念でした。私は絶対食べませんでもなんかそのセブンイレブン私好きなんだけどさ、なんかね、結構さ、なんかそのなんつうの SNS とかでさ、なんかその悪い噂みたいな感じに上がりがちじゃない？私別に悪く言うつもりはないんだけど、私はそのそうはなんつうの、その悪いこと言うつもりないから悪口言わないけど、なんかそういう話は聞きますよねっていう感じ。そうなんか本当かどうか知らんけど、なんかかさ増ししてるとかさ、なんかいろいろなんかあるじゃん。そんなかみたいな。
なんかよっぽど計算9の中でひどいとこ当たっちゃったのかなみたいなさ、細かいリンゴとかのデザート好きだったり、細かいリンゴとかのデザートなんかいやサラダにリンゴのスライスが乗ってた時あったんだよ。なんかちっちゃい時は別にリンゴアレルギーじゃなかったから、なんかでもサラダの上にリンゴが許せなかったんだよね。なんでなみたいな。なんかそのフルーツはフルーツでいいじゃんみたいな。なんでサラダの上に乗っけちゃうかなみたいな。許せないこと結構多い。なんかデザートの種類が豊富だったちっちゃいケーキとか、ケーキ底上げ、そうなんか揚げ底か、ケーキも出てた。ケーキとかもなんかクリスマスとかになんか冷凍ケーキっぽいのが出てたような気すっけど、あんま好きじゃなかったの。プリントとかね、クードとかね、Not like this cake そうなの？好きじゃないの？ Not like このケーキそうなの？サラダにリンゴは控めて死刑でしょ？クリームシチューの日はパンとかシチューの時パンだったのか。いや白米だったかな。いやどうだったかな、覚えてないな。でもシチューめっちゃ好きだったから、シチューめっちゃおかわりしたか記憶あるわ。大盛りにしてた大盛りでってなってた。シチュー大盛りでお願いしますっていつも言ってた。めっちゃ食っとったわ。シチューめっちゃ好きだったわ。シチュー好き。告白か？曜日ごとにパン、ご飯、麺、まあ分かれてるよね。なんかご飯、水曜日は麺とかね。いやそうだよね、わかる。火曜と木曜日はパン。そうなの。酢豚にパインもまず酢豚自体が無理だけど、シチューはて皆さんいらっしゃい、こんにゃらどーす。酢豚出てきたけどパインはさすがに入ってなかった。てか給食にパインとか出したらさ、給食費高くならない？単純になんかそんな高いフルーツとか給食に出したら、それは給食費、そんな給食豪華にならなくないみたいな。なんか切れちゃったんだなんかねサブスクがね5名ぐらい少なくなっちゃった。多分だけど、多分缶詰、いや缶詰だとしてもさ高くない？缶詰をその安くなくない？そうだよね。なんか無理してパインとか入れんなんやってんだな。ほらはーい。レーズンパン嫌い。てかレーズンが嫌い。無理して入れる必要がない。マジでパインを給食に出す必要がない。マジでマジでそうかも。これ誰だ？100点多分炎だよ。残したい。あれなんで無駄遣いじゃない？他のことに給食費回した方がいい気がするけど、こんななんか量が少なかったとかって感じになるんだったら。ジャムも嫌いマジで。レーズンほじくって床に落として作り場に作られましたとか。なんで床に落としたの？食べられないから落としたってこと？それとも間違って落としちゃったってこと？どっち？パインの酵素でお肉が柔らかくなるとかいろいろあるけど、別に酢豚に入れんでもっていう気はします。そうだよね。なんか別にパインの酵素を使ってお肉を柔らかくしようか、お肉を柔らかくする方法って他にもあると思うんだよな。嫌いだからって酢豚とデザートパイの時に酢豚にパインだぜって言って食べ終わった後めっちゃテンション低かったやつ元気かな？元気かな？おい元気してっか？おいいや合わないまでは言わんけど、でも合わないよな。でも合わないと思うよな。別々に出してもらった方がいいよね。絶対そうで。だからデザートでただただパイン出せばいいだけなのに、本当に。なんで頑張っちゃう？王族が豪華だからって言ってパン入れた説もある。そうなんだ。ウニは許せない。
地区に今作られて嫌な気持ちになってること多いから多分恨み結構あるな。なんかここできたんだ、これ知らなかった。待って、ちょっとパイナップルピザ滅んでね。いや絶対嫌だよね。パインをなんか焼く意味がわからない。もう本当に生でよくない？生で食えばいいよ。待って、お腹がちょっと痛くなっちゃったからちょっと私離席するんだけど、みんなが給食の話をしといてくれ。ごめん、ご歓談ください。ちょっとお待ちください。画面を変えて、画面変えなくていいか。ちょっとミュートにして私ちょっと、画面変えます。やっぱりお手洗い行ってきます。皆さん給食の話でご歓談しててください。やめて、汚いこと言うの男子、汚いこと言うのやめねよ。行ってきます。
い。大変お待たせいたしました。こんにちは。パッパラさん、そう、タイミング悪くてすみません。100日ご視聴ありがとうございます。よいしょっと。トイレで滝汗かかない季節、そうだ、大声出して音かき消すなりとか、そういう問題じゃないんだよね。給食はコロナのせいで対面で食えなかった。まあ、あれ嫌いだからいいの。セフ乙姫するのだ、へけってピヨピヨってさえずに。ちょみんなおもろいことすぎだろ、それ。乙姫ミスる名もなき歌でいいか、お花摘み、四つ葉のクローバーでも数えますかねとか、チューリップの花弁の中にいる虫が何か予想して待ってるとか、特殊なことしすぎだろみんな。ありがとう、みんなごめんなさい、お待たせしました。おしょしょしょ。ふう。まあ。大変失礼しました。あてと。よっこいしょ。進めていこうかな。まあ嫌いなものはあるよね。あ、そういうことよ。シャドウがいるよ、ジョーカー。いけ！どんどん敵を倒していって、寒いから、そうお腹がね、なんか悪くなっちゃう。冷えちゃったのかわかんないけど、始まる前からお腹に調子悪そうだなとは思ってたんだけど、なんかそうならないように対策してたのにお腹痛くなっちゃいました。腹痛確定申告。確定申告つらい、マジでやだよ。よし。さてこの程度俺一人で十分だった。うわ、どんどん行くぜ。いやでも早いもんでもう11時44分なんですね。結構なんか時間が経つの早いね。お、やば、反射されるんやった忘れてた。銃撃で弱点がつけるはず。銃撃で弱点がつけるはず。ほど託そうか。了解した。時間経つの早い。足首冷えるとめっちゃ腹、そうなの？こういうもんなの？申告できてる、ありがとう。早い、時間早いよ。嫌いなものか、女子に甘くひいきばっかしてくれ。教師いたらちなみに体育教師。いや、体育教師ってそういうやつ多くない？マジで多いで、そういう人。だからなんかかっこよくなってる。どうしてこんなかっこよくなっちゃったこれ。なんでこんなかっこよくなっちゃった？かっこいいじゃんこれ。でもまあバトンタッチするんですけど。関節は冷やすな。いいからテーピングだ。いいよ。あ、どうしたシーさん。オッケー。仲間になるとか言ってきやがったから入れてやったぜ。命乞いをされたからちゃんと命をこうたので仲間にしてあげました。いやマジで昨日寒かったからさ、今日はね大丈夫。なんかあったかい、ちゃんとあったかいです。昨日マジ寒かった。なんか食べ合わせとかもあんのかな、やっぱりね。多分マグマ回路あるな。マグ回路があるはず。なんか強い敵と戦った方がいいんだけどな。強い敵がいないなこの首、足首冷やすネックウォーマー的なのから、ちょっと特に水野のやつ。逆に冷やすの？晩ご飯食べた？今日は食べました。おにぎり食べました。焼きおにぎりを食べました。焼きおにぎりだと嘘です。焼きおにぎりじゃないです。そういえば今日学校やばかった。どういうこと？有名メーカー安心間違った。温める。そうだよね。おにぎしだね。余裕冷やしたらお腹痛くなっちゃうのに冷やすんかいってなってんかっぱらしい。冷やすだからお腹痛くないということかよみたいな。その焼きおにぎりがさ腐ってるで結構さ特殊なことじゃない？特殊すぎんそれは。ジタバタするなよ。
世紀末が来るぜ。学校全体で登校人数半分くらいなのに通常授業強制執行やばすぎ。学校閉鎖待ったなし。あれ天気的な意味でそれともなんかインフル的な意味で半分だったの？え、普通に授業進むのやばいね。焦ってたのかな。さて遅れて休んだりさやつは特別欠席扱いしやがった。え、あー、雪害ね。そうなんだ。正体を見せろ。え、特別扱いだけどなんて言えばいいんだ。特別扱いだけど授業は先進めたの。わかんないいややばくない？どうすんの？授業遅れちゃったとかさ、めっちゃなんつうの、進学校また進学目指しますみたいな感じのことがたまったもんじゃなくない？え、雪とほぼ無縁なのたっちゃんさん、いいな。そうなんや。え、かわいそうに。研ぎ澄ませ。楽勝なんか普通に人数少ない時そのまま学校閉鎖になってたりしたけどな。正体を見せろ。なんか行ったけど、もう今日はもう帰ることになりましたみたいな感じで、なんか何もせんで行って、なんかみんなでちょっと食べて帰りますみたいななんかそういう時あった気がするな。午前授業やらない手あるはず。確かにね、絶対あるはずなのになんで授業やっちゃったんだ。正体を見せろ。今日はこのことで頭がいっぱいだった。そうなんだ。なんか授業の進みが遅くなっちゃうからとかなのかな。でもさ、半分以上の子が受けられないのにやって意味あんのって思うけどなねえ、でも今日うち5時間中3時間自習やった。すげえ。自習ってなんで自習なんの？なんで自習になるの？うちの国語の教師がインフルでってことか。なるほどね。あらあら大変ね。あ、そういうことか。かわいそうに休んだ子も授業そのまま受けた子も、なんかどっちもかわいそうだな。なんかどっちもかわいそう。英語ネタなくなった学活。ああ、受験期ってそんなもんじゃなかったか。じゃあ自習ってこと？なんかやってたかな。国語全然進んでないとかやばすぎ。国語の先生は何やる気あんのごめん。そういうつもりじゃないけど、やる気あんのそれ。お、気持ちいい。何回でも通りたいこの襖。こっち行けないのかな。あ、行ける。行ける？行けないじゃん。ないのかい。雪が1センチ積もったら休校なる本州羨ましい。なんだっけ、交通機関が麻痺してね、みんなお休みみたいになるもんな。めっちゃあるのやけど、あるっちゃあるんやけど、今年2回目のインフルにかかりすぎじゃない？チャルさんいらっしゃい。ニョスいらっしゃんしゃしゃい。いらっしゃんしゃしゃい。来た。あれなんだっけ、このアシストプレイか。これだ。ほい。
なんか大変だね。でも国語ってそんな学ぶことある？教科書って全部終わるもの？なんかさ、眠気が寝ますか？たっちゃんさんお疲れさん。今年子供を授かったから精神的にも身体的にも疲れてるのか。雑業ね。お疲れ様よ、たっちゃんさん。なるほどね。なるほどな。まあそういうのはあるかもしれないな。なんか病院付き添ったりとかして病院でインフルもらってきちゃったりとかね、ありますからね。間違いない。お疲れちゃん。そういうことか。おつかりよ、おつかりライス。仲間にしよっかな。小説たくさん読んでる方がためになる。あ、そうなんだ。やば。畜生。入れなかった仲間に。畜生やらかした。やらかしました、これ。サラス仲間にしときたいんだけどな。バイバイ。また新たな仮面今日なんか小説ね、私全然読んでなかったけど、でもなんか国語のは点数良かったな。そういう時あるよね。ここめっちゃ人いるな。いいじゃん、ここめっちゃ人いる。戦ってこう。正体を見せろ。何買ったのシャレさん。払い系運の理解度めっちゃ上がる。そうなんだ。いいほほほ。私違うか。そんな食らってたのは全然気づかなかった。うちは国語、もしこの子がうちだったらこれ選ぶなっていうの選んでるから。なんでそんなんでそんな決め方してんのちゃんとあいつの気持ちにならんとダメやろ。国語ってそんな感じで決めてよかったんか。プルダックのカップ麺。お腹壊す辛いやつ。プルダックだっけ？プルダック。よし。我が輩にかかればこれぐらい。またなんかお腹弱いのに怖いそうなやつ買ってきてチャレンジしてるの。チャレンジャーやで。うい。いいから。そうなんだ。これはお腹壊すの待ったなし。明日食べる。明日にしといた方がいい。寝る前に食べたら朝起きた時お腹痛かったらさ、なんかもう一日がブルーじゃない？めっちゃブルーやない？他の子に任せたいんだよな。やべ。やつダメだったんだこいつに。あかん。やらかした。うわ、やらかした。治ったわ。治った。お腹が、シャルさんのお腹がバイバイするかもしれないね。プルダックシャル伯爵言いにくい。今食うかとか。なんで今チャレンジしちゃうんだよ。そうだよね。おちりがうーってなるよ。おちりがね。プリティなヒップが悲鳴上げちまうよ。伯爵今日なんか生まれすぎじゃない？プルダック伯爵、プルダックシャル伯爵ってめっちゃ言ってほしいんだけどめっちゃ言いにくいから。プルダックシャル伯爵マジでほんと言ってほしい。口に出して言ってほしい。頼む。プルダックシャル伯爵やばすぎる。言ってくれ。言ってくれよ。牛乳とかなんか乳製品ね。なんだ。おや囚人。シャルダック伯爵は逆に安いな。なんか呼ばれちゃった。話があります。帰りなさい。ナスダック伯爵。ナスダックはなんかまた話違うな。来たな、囚人。はい、来ました。主は公正を進めているあなたを評価し、特別な祭儀の許可をなさいました。はい。物品に対してペルソナを生贄として捧げ、上位の物体へと変質させる電気スケだ。電気スケ痛そう。祭儀の内容について詳しく聞きたければ主に直接尋ねるのです。ロリーヌやめてね。貴様が公正を進めればさらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。うんうん。励むがいい、囚人。はい。
構成囚人を正しき道さあ。そういえばなんか私カップ麺久しぶりになんだっけ忘れちゃった。カップヌードル食べようと思ったんだけどなんか手に入らなかったんだよな。多分食べれなかった。名前が出てこない。ハムゲタン違う。忘れた。名前が出てこない。わかめラーメンじゃない。ラーメンかと思って買ったけど。はい。焼きそばみたいな。焼きそばはい海苔が好きなんか、カピバラさんも。いい返事だなるほどね。なんか水抜くやつだ。温めたやつ、お湯抜くやつね。投げるやつ。激辛焼きそばみたいな感覚。そうなんだね。なんか意外と激辛焼きそばだったらいける気してきた。なんか私。いや、食べないけど。食べないんだけどさ。いける気がする、なんだか。イザナギとかつけるやん。モニさんもいけるな。強力な力を持っているな。イザナギはペルソナ4のペルソナやね。死ぬ？辛いのかわからない。プルダックは韓国発祥だから極激辛。そうなら水じゃまず殺虫できない。そうなの？いけると思ったんだけど、そんなに辛いの？みんな食べたことあるんだ。猫又とシーサー、オバロスとシーサー、お兄ちゃん。プロフェイス使うんだよな。なんか作りたかったけどいまいちやな。強力な力を持っているな。強力な力を持っているな。こっちにしようかな。これは強いペルソナです。引き継ぐ技能を選びなさい。仲間のペルソナ特性が発生しやすくなる。そんなんあるんや。よなんかわかんないけど。フレイ大事だからちょっとフレイ持っとこう。敵全体の防御低下でかくない？いくらかは力を生まれ変わるといい。牛乳ヨーグルトできり。そうなんだ。汎用食品プルダック炒め麺ビッグカップ 105g ってやつだな。うちは宮崎新麺辛麺でもうお腹下すから辛いのは食べないままに一口。そういうこと？だから文を祈る。頑張って。タバスコも入れますよ。なんでもっと辛くしちゃうの？でもタバスコって辛い？酸っぱくない？タバスコって酸っぱくない？かっこいいな。お兄ちゃんもやろっかな。ザナギマタドール、オルフェウス、ヌエは手に入れられるから強力な力を持っているな。引き継ぐ技能をお兄ちゃ選びなさい。ん作ったおかな。さてどれほどの酸っぱいよね。ほらデスソース食べたことないですね。使ったことない。タバスコ好き？そうなんだ。伯爵様？伯爵がご乱心伯爵ご乱心サンドイッチどんぐり伯爵がご乱心なの。ムキムキじゃない？お兄ちゃん。俺がお前の仮面だったからには邪魔するやつを片っ端から食ってやるだって。お腹痛くなってくる。なんかその話したっけまた。おおかっこいいね。他はなんかもう上だな。みんなハイピクシーはイザナギ使うんだ。なるほど。貴様に揃えられるのか？合体です。もっとなんかやりたいんだけどレベルが高いの作ってるからレベルが少なくてなんかペルソナ合体があんまできない。鬼のビジュアル結構好き。いいよね。結構いいよね。デスソースをタバスコ混ぜたらいいのでは？どうなっちゃうのそれ。この祭儀は物品に対してペルソナを捧げ上位の物体と変質させることができる。一気入りとなったペルソナは消費するが武器や装飾品など有用な品を得られるぞ。
ペルソナが何に変異するかは習字名簿に載せて記載してやるからありがたく思え。生贄を捧げる物品は変質の可能性を持つ特殊な素材が必要だ。どんなものかわからんだろうから施しで一つくれてる。泣いて喜べ。はい、素材は異世界だけでなく貴様のいる現実世界でも手に入手できるはずだ。せいぜい探してみろ。はい、わかりました。うわ、これ何でしょうか。防具になるようだぞ。防具になるようだし、いいんじゃないこれ。めっちゃ強そう。でもマタドール今使いたいんだよな。おちりが2度使い物にならなくなるとかやばすぎる。送信具へと変貌するようです。かね、執行するのですね。アイテムその、ね、アクセサリー系は別になんかあんまりこうそそられないんだよな。やめ、もう終わりか。なんだ。出ます。せいぜいあがけよ。ロリタイム終了です。おシリが火を吹きます。よかった、反応しなかったわ。結構シリって言ったら反応するからな。行くか。もうちょっと SP が残ってるんで、もうちょっとだけ戦おうかなと思うんだけど、強い敵がいるところに行きたいんだけど、そこがどこかわからないんだよ、私。助けてくれ。助けて到着。やるか。ー。助けてでは行くとしよう。ー。うい。簡単です。あ、レベル上がってるからみんな弱いのかな。でもなんか辛いものお腹壊すけど食べたくなる気持ちめっちゃわかるんだよな。あ、なんか変わったね、メンバーがめっちゃ変わってるな。あんちゃんにしてあんちゃんの SP を使っていく。お、トーマさんもお疲れ様。おやすみ、また明日。もう12時か。お、シンデレラのタイムじゃん。シンデレラタイムやないか。ごめん、裏行くね。よいしょっと。お疲れ様ですわ。よいしょ。うちら最強じゃない？オッケー。よし。楽勝楽勝。どこに敵がいるのかわからんのだ。ほら、こっちか。こっちちょっとめんどくさいな。シンデレラー、シンデレラタイム。暴いてやる。プルダクション。シャルさんやばい。終わった、シャルさん。シャルさんが体調が終わったかもしれん。やばいらしい。牛乳に頑張ってもらう。惜しい、シャルさんのおちりなくした。おちりがなくなっちゃった。ご苦労様。手応えのない相手だったな。あ、こっちだな、敵いっぱいいる。シャドウいや、正体をほら。ペヤングのやつより辛いの？そんな辛いんだ。いいね。弱点が狙えるな。当たってなかったのか。よし。わかんない、嘘かもとか言う。でもペヤングの辛いのも食べたことないんだよね。いいかいやるぞ。綺麗なバラにはトゲがあんの。いいね、ナイス。よし。やる。この程度か。正体をあれ、この子さっき黄色かったのになんか青くなっちゃった。タルさんは混乱する。やばい、みんなも食べてみてほしい。あるかな。手に入れられるでしょうか。あ、ダメなんだこれ。自分の実力は
はい。混乱するの辛いのか高い。綺麗なバラにはトゲがあんの。余裕すぎ、歯ごたえない。おっと、どこだ、敵がどこにいるか。おお、どこに敵がいるかわかんない。近っ。どこで売ってるの？だからスーパーとかで見かけたことある気がするけどな。プルダック系はなんかあった気がするけど、コンビニとかなのか。ファミマカセブン、そうなんや。ちょっとチャレンジしてみたい。綺麗なバラにはトゲがあんの。よし行こうか。正体を見せろ。そうじゃない？ファミマにあるんだ。へえ。食べるときのチーズ食べるの？お腹乳製品で何そのなんかその緩和させるってこと？まだ終わらないぞ。これの中身みたいなプルダックポテチの割と辛かった気がする。チーズ味があるんだ。へえ、詳しいね。楽勝すぎてあくびが出るぜ。あ、いたいた。こいつ倒したい。こいつ暴いてやる。先制攻撃者、プレイやらなきゃいけないとかこれ。ジョーカー強いじゃないか。いいかいやる。やばい、痛い、怖い、痛いの怖いよ。春さんが春さんがまずいことになってるぞ。いいね。昔なぜかモッパンにハマって死ぬほど見てた時期があったから。そうなんだ。よいしょ。一歩前進だ。ちなみにまだ半分残ってるけどもう避けちゃってる。よし残しちゃうね。いいぞ、いい調子だ。この辺なんかなかったっけ？何かそこか。なるほど。これで復活しねえかな。してるラッキー。正体を見せろ。これ以上明日の俺が死ぬ？これ以上はこちらの先生、まずい。ジョーカーすごいじゃないか。いいかいやるぞ。やばいね。ホットミルク入れたらミルクラーメンになるから痛みやらん。なんかそういうアレンジみたいなのもあるんだ。こいつ防御してみようかな。なんか物落とさないかなこの人。お金ばらまいてくれた。ありがてえ、ありがてえわ。混乱はサインすればいいのか。でもないな今。なるほどね。ないなぁ。やることないや。いや、お大事にしてください。明日がどうにもなってないことをお祈りするで。よし、いけいけ。なんか結構凍結なるな。いい感じ。かっこよ、かっこよ、かっこよ。俺たちの勝利だ。かっこいい。勝利だな。
さて我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。おっと口の中ですねシャルさん大変な中でどんぐりさんにサブギフありがとう正体を見せろ。瀕死の状態でこちらの先生だ。瀕死の状態でどんぐりさんにサブギフ送ってんの男すぎん。それはありがとうありがとうシャルさんありがとうございますありがとう。まずサブギフありがとうの儀式を行いたい。ちょっと待ってくれ。特製モンスターだ。彼はもう一人の俺だ。バトンタッチすれば弱点がつけるわけ。まだ終わらないぞ。自分が辛い中で一人優しくできるのってすごいよね。パンサー素敵だ。動かないでもらおう。すごいわ。雑魚ね。はい雑魚ね。どんなもんよ。よいしょ。よし。手応えのない相手だったな。さてと、なんかいい感じに SP も消費してきたので、もうこれで終わろうかなと思います。待ってよー。いくらでも入れるんだけど、ちょっとね、レベル上げとかは時間かかるね。よ。みんな見つけたら買うんだよ。みんなって了解。見つけたらね、プルダック見つけたら買いましょう。ちょっと待って。ということで、ペルソナはちょっとやめまして、出たら多分また話が進んじゃうと思うんで、一旦やめて釣りやろうと思っていて、ほんで、なんだっけ。明日はなんか別のゲームしようかな。ペルソナ多分みんな見ててあれだと思うから、どっか一日ガーンってやる日を作ろうかな。ほんで、ちゃちゃっと進めていきたいなって思います。うん、ノウサギさんお疲れさん。どうしよっかな。これセーブしたよね、また。やるか。これセーブしよう。よいしょっと。ゲーム落とすんだけど、隠し。ゲームを落としまして。失礼します。よいしょ。明日の俺がなんとかなるんでしょうか。ちょっと待ってね。よいしょ。そうね、裏でやってたからレベル1個上がったんだよ。バグ変えてきます。なんか今日ペルソナ5やってる人自体、視聴してる人自体はね、めっちゃいるんだよね。多分めっちゃ有名な人がやってるんだと思う。なんか9831人が視聴してるさ、ペルソナ5。絶対誰か有名な人やってる。誰なんだろうな。わかんないけど。買います。お、くぶちゃんさんが来てくれてる。よし、ということで、シャルさん
サブギフありがとう。ありがとうございます。いつもお腹はお大事にしてください。サブギフありがとうの儀式を行う。サブスクと打っていただけるとありがたいです。お願いします。そしてね、おさぎさんはおやすみおやすみよ。ありがとう。シャルさんいつもありがとう。お腹はお大事にしてください。ありがとうどんぐりさん。サブギフサブスクサブスクサブスクワンチャンワ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 ン
いいぞ。ありがとう、みのるさん。はい、雑業ね。ありがとう、シャルさん。ありがとう。サヌスク、なんか違うなったな、今。なんか違うなったけど。なんか違うぞ。あれ、なんか違う。ありがとう。重い。サブぬくしちゃってますからね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当にありがとう、シャルさん。いつもみんなに優しくしてくれてありがとうね。お仲間を大事にしてください。よいしょと。ということでですね、今日はね、いつもは、もう最近はレベル上げをしなきゃいけなくて、ほんで、なんかコインをずっと釣ってるんですけど、今日は別のところに行こうと実は思っていまして、ちょっと、耳。そう、今日はね、今ちょっとウィーピングウィロっていつもはその鯉釣ってるところにいちゃってるんですけど、今日は別のところ行こうと思ってね、ここはね、一回出ます。あれ、待って。別に投げようとしてないよ、確か。なんかね、昨日の、この日の夜、1日前をやってたの。でギリギリになって疲れが400でマックスになったタイミングでかかっちゃったから次の日にだけしたんだよね。だから1匹釣ってるって感じ。あ、2匹になってる。なんかそんな感じなんですよ。なんか多分その後に釣れたんだよ。でこれは一旦無視していいはず。確か。あ、もう全部使い切ってると思う。そうということなので、とりあえずここ出ます。今日はね、別のところにね、ちょっとね、釣りに行きたいなと思っていて、まあ、どこに行くかと言いますと、ちょっとタグ変わっ最近のペルソナは釣りができるんだ最近のペルソナ釣りできますよ。できるんですよ、実は。知りませんでした。レラリツカさんいらっしゃい。ペルソナって言えば、言わずと知れた釣りゲーですからね。そうですよ。その通りなんですよ。ご存知でなかったですか？こんなにいけるんですよ、釣りに。ペルソナで。嘘800すぎて草生える。で、ブルークラブっていうところ、ミシシッピなんで、ここはどこだ？ミシシッピってとこ、アメリカやな。アメリカですね。間違って中国産のペルソナ買ってたかも。できないってこと？できないやつ買っちゃってたんですか？ここに行きたいんだけどね。で、ここに行くためにはまず何をしなきゃいけないかっていうと、物を片付けなきゃいけない。鯉を釣るこのカープロットっていうのを今3本持ってるんですけど、ここは鯉釣らないので、これをまず片付けたいと思います。ホームにドン。あ、だよね。あ、待って。破損したアイテム失われます。なんで破損した？今日から。あ、破損した？謎なんだけど。破損したの？わかんない。失われるってずっと言ってる。なんでならわからない。わかんないけど、とりあえずいいよ。また使えばいいんでしょ。わかってる、大丈夫。
でこれをまず3本片付けて、あともう1本だ、これもだ、スポットロットも片付けなきゃいけないんだ。でじゃあ何をじゃあ逆に持ってっかって言いますと、ボトムか、ボトムサオか、とりあえずボトムサオ復活でいいんかな。ボトム復活でいく。これ360か。スピニング、あーそっかそっか、スピニングボトムこれ360、そうだよね。ってなったらホームが片付いて、そうだよね。なんか皆さんのやつ違ったんですか？こんなに釣りできないんですか？釣りめっちゃできますけどね、私のやつ。あれおかしいな。あれれおかしいぞ。あれれ。ルアーウェイト28はどうしようかな。あと何持っていこう。何持っていこうか。1本ね、ごめん、1本ね、浮き強いやつ買っていこうと今日思ってんですよ。昨日みのるさんと話してて、そういう風にしよっかなって思って、もう決めたんよ。だからこれも片付けたくて、テンプレ追加したいな。これめんどくさいからこれを空きスロ作っちゃって、で保存した後にこっちにドンしたら、あ、ヨーヨーあるね、大丈夫。どうしよっかな。でこのご存知の方はさ、そのドニプロのさスピニングとかいいのかな、強いんかな。ドニプロのルアーとか顔、ドニプロのやつ、これか、重い系なんだね。27キロまで釣れるから、これルアーだと思うんだけどいいかも。これめっちゃ重いやつやな。遠く飛ばせないやつだ多分。でもそうか、キャスティングだから普通のルアーだねこれ。自分のキャスティング、あ、これ重たいやつだ。どうしよう。悩むな。21、ドニプロの方が強いんだ、スピニング。ドニプロ持ってこうかな。いや、どうしよっかな。悩んでマッチョ。悩んでマッチョ。これ、あ、これ重たいやつなのか。これ軽いやつなのか。あ、これ16キロのやつだ。あ、これダメだ、これ。あ、これ持ってったらダメだ。これかかったら、死ぬやつだ。マジでね、私一回これ1日券使って行ったことあるんですけど、実は。ドロップスの特典で1日だけ、レベルが少なくても、なんかいけるみたいな。なんかそういうのがあるんですけど。でね、行ったことあるんですけどね。なんかそのね、本当に大変だったんだよね。なんか、この重たいの釣れない竿で釣ろうと思ったら、めっちゃしんどかった。スピニングと、方がいいな。スピニングの方持ってこう。ルアー使うかな。難しい。むずいんですよ、これ。やつを。で、ルアーもなんかそんないっぱい持ってってもね、正直意味ないんだけど。正直意味ないんだけど。いろんな釣りに、なんかこれいまいちやなみたいな。わかる？なんかこう、なんて言えばいいのかな。ちょこちょこ魚釣るために、なんか動かすじゃん。動かしたとき、扱いやすいな、扱いにくいなみたいな。
これがあるんだっけ。一本のあれだけ持ってったらいいか。で、マッチロットっていうのをね、これ浮き青なんですけど、強いのを買おうと思ってまして、これを買おうと思ってたの。マジェスティ買おうと思ってる。で、これにヒールはバイヤーさんつけたいんだよ。はい。バイヤーさんないじゃん。あ、バックパックだから。うわ、えぐっ、全部こっち入ってるやん。あ、これか。なんかバックパックの中にシュー入ってんだけど、なんやこれ。おもろすぎるやろ。これカープロットのやつ。こっちのホームに入らんで、全部こっちの入って、バックパックって持っていく方に入ってたんだけど。これを買ったんですよ。これにしようと思って。これはちょっと大きいんだけど、まあいいんじゃないっていうことで、こちらの商品を持っていきたいと思います。25.9 のラインがあるから、ラインウェイトってところがあると思うけど、これ26キロまで耐えられるって書いてる。これ使っちゃおっか。いつ手に入れたんだろう。これもらったんだよね、多分きっと。多分、パープロット使った時に使ってたやつかな。よくねえでござるよ、これ。押したらいいんだべか。よくねえでござる。買っちゃいます。浮きます。振り浮きつけます。ヒダはいるんですか？わかりますね。わからないです。わからん。いや、もうなくしたくないんだけど、これつけとくか。いやー、釣れるかな？怖い。でもまあ、とりあえず行ってみよう。あと1本、これ何持ってっかだよね。この残り、あと1。やっぱボトムスか？ボトムサをな、浮きも1個買うっていうのもあり。浮き座もう1本買うっつうのありです。でもなんかな、浮き竿よりも今あるもので節約した方がいいみたいな気持ちもありきりなんだけど、でもボトムサをな、これ痛い目あったんと思うんだよな。なんか記憶が蘇ってしまった。なんか蘇ってしまったんだよ。これ弱かった気がする。やられた気がするんだよね。これにかかっちゃったら。しかもなんかね、このね、ちっちゃい竿の方がね、なんかかかりやすいみたいな、個人的にね、みたいな感じで、痛い目に遭いまくってくからね。いやー、どっちよっかな。でもな、ルアー持ってきすぎてもマジで本当にしょうもない。ボトム竿みたいなの強いのないのかなこれ今。今持ってるやつよりも強いのないのかな。ありそう。ありそうやけど。同じシリーズをね、これ。ヘビーチェイサーか。ヘビーチェイサー。今24キロ、2.5.5、25.5。普通のサイズみたい。27。でも27キロのやつ買ったらさ、もう次の、その、ボトムのでかいの買うの、261やで。ってことは、一旦これ買っても逆にあり。逆にありかも。1個買おうかな。お金あるし。買っちゃおうかな。買った。買っちゃいました。やったー。新しいボトムサーをゲットしちゃった。なんかボトムサー持っていきたいけど、ネックだったのが、その、弱い。弱いから。弱くて困ってたんですよ。弱くなかったら別にできるんで。リバイアさんつければよくない？そしてリールもね。いや、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。これ。めっちゃいい。やったー新しいのゲットしちゃった。めっちゃ嬉しい。これ25のやつつければいいでしょ。同じくして。ラインの長さどうしよう。別に。どうしようかな。こっちがいいか。これ足りひんわ。ラッキー344だから、どんだけ引っ張られても絶対に負けねえっていう強気な姿勢でいく。これ大事ね。マジだから。マジ強気な姿勢、マジ大事だ。大事すぎるのがいいですね。
リーダーいるかこれマジでわからん。リーダー25キロのやつあるけど、ちょっと強いのがあったら他ちょっとリーダーだけ買おう。あとなんだ、ベルつけフックはこの今はまあ後でどうせ調整するんだけど、どうせシャイナーとかやろうと思って、シャイナーシャイナーと思ってリーダーっていつもつけてるっけ？つけてんな。あれつけてる？あはオッケー。完成しました。これでちょっとブルークラブ島なのか自慢なのかわからないんですけど、行ってみたいと思います。オッケー。で今日はね、釣りはね、長くてもね、2時までね、ちょっとやろうかな思ってます。新しいとことかみんな見たいでしょ。なんかいつも同じことしてるなこいつみたいなでしょ。いや私もそう思ってる。そうなんです、同じことしてる。でもね、本当にね、もう何回も言うけどね、20なんだっけ、これ嘘ついた、75まではなんかそのさっきまでいたとこビーピングウィローってイギリスなんですけど、あそこでレベルどんどん上げて75までは経験値貸してやるみたいならしいんですね。レベルをさっさと上げないと新しいところにもなんかどんどんいけへんっていうなんですよ。まあそれはそうなんですよ。で経験値効率がいいのがさっきまでみたいな感じらしいので、こういうわけでいる。同じ場所にいつもいるみたいな私が好きでいるわけじゃないんです。そこでやらないといけないからちょっと売るわ。物がいっぱいすぎてイライラしてくるます私がね好きでねずっと同じとこにいてるわけでもない、嫌いなわけでもないんだけど、別にすごく好きでいるわけでもないないんですよよーし、これでいける。あら、やだ。あ、米お兄さんいらっしゃい。そして米お兄さん100ビッツいつもありがとうございます。さっきまで現実で釣りしました。何釣ってたんですか？お魚釣れましたか？ワカサギか？なんかワカサギいっぱい釣ってて食べさせてあげたいって言ってくれてた人いたな。ありがたい。何釣ったの？まあ冬って何釣るの？タラから冬タラなんかわかんない。冬の魚って何なんだろう。フグなんか釣ってもな、フグなイメージだけど、フグ釣ってもね、なんかさばけんもんな。なんかその毒あるからさ。何釣ってたの？現実魚釣りもちょっとやってみて気持ちあるけど、よし、こんな感じでますか。系とかは特に、用意せず、ブリなんです。ブリなんですか。寒ブリってやつだ。おさかにゃー、春日さん、はい、おかえり。おさかにゃー。ブリだ。寒ブリだ。絶対うめえやつだ。油乗っててうめえやつだ。今、一番旬のやつやです。一番かは知らんけど。旬のやつじゃないですか。行く前に、いろいろ、こういう感じでミッションがあるんですけど、何つけて何しろみたいな。スプーンルアー装備しろ。これだけちょっと用意して。スプーンだけかな。なんかそんだけやな。先にやってるからそんだけだわ。スプーンか。出たスプーン問題始まってっぞこれ。ちょっと待って。ご自身でさばくんですか、ブリ？肉ピン
プーン。ミディアムスプーン、重さどうだったかな。だったっけ、忘れちゃった。なんか、すごい釣れなくて困ってた記憶だけ蘇ってきた。まあ、忘れちゃった。スプーンルアー。マジだよね。重さと深さがね、なんか一致してなくて、いまいちね、釣りにくかった記憶だけすごいなんか思い出して、今すごい憂鬱な気持ちになってる。ちょっと待って。今狙ってんのはね、なんだっけ。あ、これ。スプーンで、ミディアムだから、ミディアムスプーンで釣れやつって釣れっつってんだよな。中にゃー。これスプーンで出てくるけど、シカダルアーツのスプーンなのかな。わかんないね。4以上のやつあんの。ナロースプーン。頭悪すぎて何も覚えてない。ミディアムか。こんな甘さのやつがあったのがいい。28。はい。課金だこれ。あ、良さそうだな。いきます。ここに。シャルさんお疲れ様です。お腹、調子お大事にしてください。ありがとうね、シャルさん、どんぐりさんに送ってくれてありがとうございます。おやすみお疲れ様です。また明日。お腹すくよな、この。はい、バイバーイ。バイバーイ。よし。釣りする。うわ。てかさ、マジさ、ライセンス高ないライセンス高くない？ 1 日で行きましょう。旅費も高ない？ 14,500 円かかるの高くない？行くぞ！やばい、他の装備とかもちょっと装備更新できるか見てくればよかったけど、もう来てしまったもんは仕方がねえ。よーし、行くぜ。あとフレドスさんか。クブジャンさんいるやん。クブジャンさん、ヘイクブジャンさん。ヘイヘイクブジャンさん。はい、ここがですね、ブルークラブ島ね。島か島か知らんけど。ミシシッピ。ここ。こんなところですね。アメリカの木がありますと。お、一回来たことあって、マジでね、このね、小島がね、小島だよ。この小島がね、すごいね、敵なんだよね。ここをね、回られたの、ここやって。糸切れそうだし、自分切れそうだし、本当に大変だったのよ。本当に大変。はい、クブジャさん。ヘイ、クブジャさん。ヘイヘイ。マジ大変だった。とりあえずね、懲りずに今日もここで釣りをしていきたいと思います。ちなみに時間は、すごい時間ですね。すごい、どうしよう。すごい、どうしようみたいな時間ですけど、やっていこう。これ何？はい、でも夜に釣ってるね。夜か。とりあえずどうしよう。いろんな魚狙っていきたいから、とりあえず投げてみる。これ、ウッキーだ。間違った。あ、ニューウーキーですね。ニューウーキー。ウーキーの深さがわからないから、とりあえず70ぐらいに適当にしておこう。釣っていくぜ。ここはストライプバスとかなんかでかい魚がまんまいる。やばい、コーンとかじゃなくて。シャイナーです。
家投げていきます。調子よかったら結構いろんな魚がガンガン出るか。これもルアーだ。これいいね。どうしよう、フィーダーロットになんだっけ、ストライプバスとかさかかっても結構やばいかな。やばそうだな。やばそう。マジで30分コースなんだよね。本当に冗談抜きにマジで30分コースなんだよね。他のちっちゃい魚も実は釣ってなくて、あんま魚種狙えてないから狙ってもいいかも。こういうのとかアカムシ、アメリカンギザードシャットとかこの辺にちょっといるかわかんないけど、まあ、狙っていくつもりで投げようかな。釣れたら嬉しいねぐらいでいい。で最後にルアーですね。投げます。ルアー投げます。これね。お、来てる。待って。待つわ。来た。あ、ブルークラブ。第1頭、何でしょうか。お、これずるしてるかもしれない。ずる巻きする。ずる巻きできてるかも。なんだろう。なんだにゃおにゃ。おい。おおブラックドラム。こんな感じでね、結構経験値効率も、なんかお金悪くない。経験値は悪いか。お金結構悪くないんだよな。なんかバス、でかいバスみたいな。なんか、釣れるんだよね。バスみたいなやつがバスか。これねかでかいよね。いいよね。テンション上がるよね。やっぱ大きいお魚釣るとさ。これに、ミッションがあるからミッション狙っていきたくて。ヤム。お。特に。で。待って。でかいからな、魚。あんまりガンガンお魚かかっちゃったら結構しんどくなるのは知ってんだけど、やります。ドラグを締めます。私の影、私がいるから分かるんだけど、私の後ろに実はね、ドラグ締めるやつがあんだよね。映ってる。あ、結構遠くまで飛ばせるぞ、これ。いいね。浮き全然かかんないね、そして。あ、ここ沈んじゃう、すぐ。さあ、かかるんでしょうか。かかりそう。当たりがありそう。やっぱなんかこれ、むずいな。なんか、どうしたらいいんだろう、これ。大きさ。あ、来た。浮き来た。浮きも初めてかかった新しい浮き。どうおどうですか。あ、スライムバスちっちゃいの釣れてるね。いいね。いい感じだよ。とても楽しいです。しかも見て、みんな明るいからさ、何やってるか分かりやすいっしょ。これでかいですよね。何番に何やってるか分かんないや。これだな。これね、何言ってるか分かんないかもしれないですけどね、このルアーをね、ちょこちょここう動かすんだよ。魚釣るのに。で、それで、だからその、私の頭の上のところに出てると思うんだけど、浮きのマーク、ルアーのマーク出てると思うんだけど、これそこに沈んでるじゃん。もう魚ってさ、ね、そこにいるやつもいればさ、中間にいるやつもいればさ、水面近くにいるやつもいるじゃないですか。だからその魚がいるところをめがけて、空想なのか水面なのかめがけていろいろこのさ、ルアーの動きを変えていきたいんだけど、それがやりにくいっていうことを言ってる。やりにくいなーと思ってやってるってこと。これでかいの釣れない。ほらおい。このね、ボトムとかはやっぱかかりやすいし、沈めておいてるから釣れやすいんだけど。なんかでかくないこれ。なんかでかくない？アミヤカルバーかな。あ、トロフィー系のレッドドラムだ。イエーイ。テンション上がるわい。テンション上がりますやん。
どうしたらいいんだこれ。で、なんかそのミッションでそのルアーで10キロの以上のドラムストライプバス釣れっつってっから、釣りたくてそれやってんだけど、ルアーでもうやろうと思って。私釣ったことない、そのパーミットってお魚ちゃんいるかな。こいつのでっかいやつ釣りたいわけ、ルアーで。見たことない、そういうクブちゃんさん。私魚果たして釣れるんでしょうかということです。釣りはいいぞ。まあ現実ではやったことない素人ですがね、私は。にしてた方がいいか。来た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 。お、いいかもいいかも。かかってくれてる、嬉しい。レッドドラムでかい。やった。かかるかかる。かかること嬉しい。嬉しい喜びですね、これは。ルアーがね、釣りにくくて本当にね、しんどいな、みたいな感じなんだよね。けどね、なんかね、釣れることが嬉しい。やった、釣れるんだ、みたいな。今のでいいんだ、みたいな。だからそこの方をやれば魚釣れるんだ、みたいな感じじゃないですか。嬉しい。どんどんよく。ルアー楽しいんだよね。ボトムとかもね、もちろんその魚いっぱいかかってくれるからね、嬉しいんだよ。魚釣れて嬉しいんだよ。けどね、ルアーがなんか戦ってる、魚となんかこう戦ってる感がしてね、このゲームでは私は結構好きなんだよね。ルアー釣れたら嬉しいなみたいな。むずっ。さっき釣れてたのに釣れなくなったよ。むずいな、やっぱ。これなんか中間ぐらいでこうふよふよさせて見てるけど、なんか水面をなんで投げて巻くだけみたいな、このようにして釣れるんだったらめっちゃ楽なんだよ。なんか来てるかどうかってこう水面見たら分かりやすいからさ。でもなんか水中だったらやっぱなんかいまいち魚が食いついてきてるのかって、まあもちろん見えないわけじゃん。だから分かりにくいですよね。ほほほほーい。やばい、あの時とは違う装備だから、やっぱり私結構今戦えてる気がする。あの時は私の装備が良かっただけだ。私が悪いわけじゃなかったんやな。起きてるね。いいよ。10キロあれ。違うね。ブラックドラムじゃないんだよ。つったいのは。成長した。本当に。レベルも55まで上がったし。松井秀喜の背番号。松井秀喜の背番号まで育った私はね、こんなに大きくなったんだからね。いいじゃん。いいじゃん。でもやっぱストライプバス釣りたいんだけど、ストライプバス釣れないな。やばいのが釣れるとしたら多分ね、ボトムなんだよな。釣れた。これね。ほい。やばい、釣ってしまった。こんなに軽かったっけ？こんなに軽かった？釣っちゃった普通に。違う。ありがとう、アリエッターさん。でも違う。そうじゃない。そうじゃなくって、いや、ありがとう。これが成長なんだけど、あれ？違うんだよ。ルアーで釣らなきゃいけないんだよ、わしは。そう、ルアーで釣らなきゃいけないんだ。釣れちゃった。嬉しいけど。見た？今の軽い引き。スイーって。スイーって感じだよ。本当に。スイーって。いや。マジか。今釣れちゃったら脇上限とか関わんない？大丈夫かな？あんな手前で釣れちゃってもさ、ルアーだったらいや、ありがとうみんな。ありがとう、ナイス、ありがとう。ルアーだったら短い距離だから、これ対戦できる？ドライブバスユニークと。どこに呼んだ？はい。
ルアーだったらどこにおんねんって。中間かなってなるのよ。このバトルが始まるわけだから。ルアーでね。ダメだ。本当に短期なんよね、わし。短期でござって。違うところが投げちゃって長くちょっとバトルするわ。長バトする。長時間バトルするで。いや、パーミットも釣りたい、それ。クブジャさん。私釣ってない、それ。これ今ね、2足にして巻いてんですけど、すぐ水浮いてきちゃうでしょ。ほら、こうやってなんか安定しないでしょ。おおなんかかかった。あ、違う。これちゃうやつ。ちっちゃい魚。やだん。コモンズヌーク。コモンズヌーク。コモンズヌークね。釣れるんですけど、こいつでもない。楽しい。なんか別のところ来るとやっぱ、なんか楽しいね。いろんな発見があるからね。楽しい。いつも恋としか戦ってないからさ。もう見飽きたっしょ、みんなも。そろそろ恋はええかみたいな。もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。どんな時も僕が僕らしくあるために好きなことは好きとなんとかなんとかコントかやねん。水面やってたっけ。コモンスヌーク釣れるじゃん。けどじゃあストライプバスはどこにおんねんっていうこと。しかもなんかこのわかる、この糸がだるんになっちゃってさ、巻きにくくなっちゃう。こういうこともあるんですよ。だからね、むずい。ここのね、ルアーはね、マジむずいんだよね。なんでこんなうまく釣れないんだろうね。いや、ルアーの重すぎんじゃね説あるよなって思うじゃん。別のやつに変えてもね、あんま変わんなかったんよ。別のやつでもやろっかな。軽いルアーも投げれる今、竿あるから、ルアーでね。こっちでやってもいい。こんな別にあんな遠く投げなくてもいい。ゆるにしよっかな。結局ゆるかいみたいな。いるやらんと見にくいかな。めっちゃ時間がさ、釣りにくい時間なんだよね。もうちょっとなんか変えてからやろう。これ今42で4じゃん。一応28とかまで。28の4分の4-4スラッシュ0みたいな。なんかちょっと針大きめのやつ。軽くしたら浮きやすいですね。1足とかにしてたら中間でツイッチができ。難しいね。一足にしてストップ&ゴーとかやったらだいたいこの中間を攻めることができる。だから中間にいるお魚なのかわからないと。あります。わかりませんと。わかんないんだ。このね、ほんと一足でやってたゲームなんかやきもきしちゃう。かかんなくてやきもきしちゃう。いろんなところ行って投げてみてもいいとは思うんだけど、ポイント探すみたいな。もうなんかストライプバサーこっちと、あとなんかこの左側の方になんか海かな、わかんないんだけど広いところあって、そっちでも一応寒気がした。いそいそ時間を変える。それない M 字の日ちょっと微妙じゃない？やっぱり M 字の日 M 字ちょっと微妙。
10キロのね、ストライプバスがね、マジで釣れてなくてね、ずっとね、その、1日券でここ来た時もね、ずっと戦ってた気がする、本当に。めっちゃ釣りにくいんだ。来るか来るね。来ると思った。浮き来ました。おい。オーストライブバスできました。あ、釣りやすい時間にしたっけ。釣れるね。今までマジで釣れにくい時間だったってことがよくわかる。前も餌だと、そうそう、餌だと釣れてた。そうそうそう、餌だと釣れてて、ルアーだったら釣れないみたいな感じなのよな。こいつ、お、みのるさんが他に行きます。ルアーがね、マジで釣れないんだよ。渋い。やり方が悪いんだと思う。どこにいるかないよ、あいつが。細くして引っ張って水面を狙うという手に打つ。いけ。そういうことね。水面ストレート。こんな感じ。たらわかるか。こんな感じよ。全然来なさそう。細にして水面狙っていく。そのままストレートに引いてみる。なんかきつそうじゃない？あれきつそうじゃない？きつそうじゃない？そんなことない。いや、なさそう。いや、来てない？来てなさそう。なそうだった。水面近くにじゃいないってことかっていう感じで、続きまして、投げます。一足で投げます。前もやってたと思うんだよな。一足にして投げます。そして、水面を、ストップ&ゴー。ストップ&ゴーです。ゴー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 です。はい。パイク、ストライプバス狙ってますよ。バスでしょ、ストライプバスって。パイクじゃないですよね。多分、はじまりさんいらっしゃい。ここまで来たっけ？ちょっと上がってくるから、ダメだ。むずい。2にして。10キロのストライプバスをルアーで釣りたい。狙ってるんです。ブルークラブ、そうです。ブルークラブを狙ってる。そう言ってる。もうちょい右？右にするだけで変わるの？石壁のあたり、嘘。こっちなの？これ普通に巻くだけ？巻くだけですか？こっち？嘘っしょ。こんなに釣れてないのにいきなり釣れる？あ、このルアーのおや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 、コモンスヌークじゃない？これコモンスヌークじゃね？なんかでかいコモンスヌークっぽいけど、どうでしょうか？まさかの予見一発目で捨ててしまうのか、私。いや、コモンスヌークだな。この顔が細いな、コモン。はい。ユニークなユニークなコモンスヌーク。あ、いろいろいる。いや、そうっすよね。やばい、ウケる、マジで。おもろいでしょ。ユニーク結構釣れてるよ。にしてもなんかこの浮き
じゃなかった。ボトムさを、ボトムで合ってる。ボトムとか浮き全然当たんないのね。草入るわ。なんかね、このコモンスヌークが結構当たる印象ありますね。ボーンフィッシュって絶対あれだ。怪物魚とか。いろんなところ投げてみるという。おい。おーい。あ、これね、下道。私の中では下道。とか投げて。いろいろいますよね。なんか、なんとかドラムみたいなのいっぱいいる。あとなんかその、コモンスヌーとか、あとあいつもいる。なんだっけ。アミヤカルバーもいるよね。いやもうストライプバース10キロがルアーで釣れたらもう、あとはなんか自由に私は羽ばたきたいんだが、いろんなところ。ターポンいる方でバス、あっちね。いや、わかる。ターポンね、狙いたいんだよね、実は今日。このパーミットってやつも釣ったことない。スヌークだらけやで。スヌーク三昧。そのために私、浮きのね、重いやつ買ったんよ、今。さっき買ったんよ。怪物魚あるじゃん。ターポンの怪物あるじゃないですか。まあ、ここじゃないけど、そいつ釣りたくて、浮き強いやつも買ったんだ。楽しみだな、そっち行くの。楽しみ。どっかでテベレも行かなきゃいけないんだよね。明日とかテベレとか行ってもいいか。ちょっと裏でね、1週間分のビーピングミローのライセンス買ってるんで30日まで使えるから、その時間ある時には、ね、ホイ釣りしたいんですけども、時間があれば裏でレベル上げとかもちょっと励んでいきたいと思う。よし。こっち行ってもいいか。ターポンの。どこにいるんだ私のスタイルバス。水面なんかわからへんな。巻き方下手くそか。そして。なんかこう、ダルンってなっちゃうんだよね。むずい。修行が足りないんだよね、私。ほんと。修行が足りないと。一足とかにしてやった方がいい。そう、スプーン、絶対重いっすよね。いや、軽くしていいのかな。いや、悩みなの、それが。なんかね、軽くしてもタルンタルンになる気もして、なんかむずいんだよね、そのね、塩梅がさ。マジむずい。今ならアリゲーターガーとか狙いに行っても結構楽に釣れんのかな。アリゲーターガーもめっちゃ私やられてたじゃん、結構。ガーもさ、ガーのところさ、好きなんだけど、結構好きなの。私は結構好きなんだけど、なんか、いっぱいナマズも釣れるじゃん。ナマズも重いし、ガーも重いし、みたいな感じで、結構やられてた記憶。あ、で、軽いのもありまして、14までだから、3とかの一応、スプーン、ミディアムスプーンがありますので、ルアーを変えて、狙うことも一応できる。良くなってきた。でも結局、どの辺にいるのかわかんない。あ、来た。いや、もう全然10キロない。全然軽いし。軽いし、あんた。何あんた。あんた誰？アミヤカルバだ。アミヤカルバ。出たー。アミヤカルブー。アミヤカルブーはね、ちょっと軽い、マジで。本当に下道。こいつも下道。私の中では。下道。ここにいるんだ。
私のストライプバス。いけ。寒い。昨日みのるさんにさ、ご飯食べてないから寒いんじゃないんですかって言われたじゃないですか。私本当にそうだと実感した。なんかご飯食べたっけ、体あったかくなったからお腹空いててエネルギーがなかったんだ。私温まりました、無事に。ありがとう命の恩人ありがとう命の恩人さん。マジで釣れない。ちょっと場所変えようかな。ここから移動します。このね、なんかね、こっちは全然釣れないわ。なんでだろう。あ、でも時間は、いや、悪いかも。なんかね、こう M 字の日なんだよね。M 字の日。エネルギーなくて恋も釣れなかった。そう。昨日、恋釣りもいまいち。自分、本当にいまいちだったよ、昨日は。全部逃がしたから。もう絶対300キロいけたのにな、みたいな感じの時も全部逃がしたからね。本当にびっくりした、本当。ダメだ、もうダメだ今日。あ、もう釣れないってダメだ。弱気だったからね。ちょっと弱気だった。さてとねえ、分かってんだ。ここら辺はちょっと適当に投げさせてください。これはちょっとなんかあっちの方多分ターポンいるんでしょ。私ちょっと狙ったことないんだけど、ターポンも狙いに行きたいから後で絶対行こう。お腹空いてきた。ご飯の話したかお腹空いて。ラーメン食べたいな。さっきシャルさんが辛いラーメン、まあラーメンじゃなくてプルダックのなんか焼きそばみたいなやつだけど話してたからさ、なんかすごいなんかラーメン食べたい気持ち。麺が食べたい。ターポンそのクイのあたり、俺、クイこれクイ、あっちか。これいるのターポン狙えるターポン。チャイナか。こここれこんな手前におったら怖いんやけど、そんなでっかい魚が。このなんか木みたいなところいつか怖いんだけど、ターポンなんかすごい重たい魚のイメージしかないわ。なんか怖いだからかかった時どうなっちまうのか怖いぜ。出た。リーダーつけない方が釣れるんかな。ことでですね、狙います。スナイプバスを狙ってます。にしあストライプバスいいですよ。中間ちょい上ぐらいだったね。水面してたら行くのかな。この辺だったね。釣れたの。ここをキープして Twitch できる。これ喜びだよ。これ喜び。これできること喜びだから。かかるのか。私のじゃあストライプバス3箇所もあんの。いろいろいるんだ。これだ。変か。近づいてきたらうまく扱えなくなってやきもきしちゃう私が。頑張れー。ユッケのサイバスをルアーで釣りたい。ただそれだけ。私が狙ってるのはそれ。これ終わらせとかないと一生終わらんとちゃいまっかと思ってるから狙っている。全然釣れへん。
他も全然釣れへん。ちなみにね、このね、ですね、こっちはちょっと、これはなんかこの辺で釣れるよってなんか目安でくれたやつで、なんかユニークなストライパス、実はですね、シャイナーでなんかそのね、釣ってはいるんですよ、実は。じゃなくて、ルアーで釣りたいわけ。ルアーで釣りたい。ボトムさんかかってるんだったらそこの方にいるんかなっていう気持ちもするんだけどな。わかる？なんか。でもそこ釣れるかな？やってみよう。たまたま釣れてないのかたまたまじゃなくて、この辺にはなんか生息していないのかちょっとわかんないんだよな。むずいよね。なんかでもそこの方にいなさそうな雰囲気ない？あるよ。ターポンどっか狙いに行くかわし。頼むで。その時は任せてくれ。わし頑張るで。うい。出たー。下道かこれは。違うわ。大丈夫大丈夫。しましましてるからちゃう。下道やない。はい。ブラックドラム。ブラックマジシャン。ブラックドラム。適当になんか遠いところとかも投げてみよう。チャレンジャー。幕、これ遠いところに投げたらね、何が大変だってね、回収がめっちゃ大変だから。やめた方がいいですよ。おすすめはしません。本当にちょっと待って、本当に大変なんだから。来てるわ。そこふよふよしてたらなんか来たな。ちょっとデカめこれ。いや違うんだよ。この見た目ちゃうねん。これちゃうやつ。レッドドラム。レッドアイズレッドアイズブラックドラゴンちゃうねんて。ドラムやねん。ちゃうねんて。お見通しというわけか。勇気相葉いい試合をしよう。これこれはトグロね。いい試合をしよう裏飯。待って、なんかでかいやつがかかった。可能性大。でも私は負けへんで。あん時の値とは違うんや。全部の装備が全てが強くなってる。10キロぐらい。多分だけど。体感10キロぐらいで、重い魚も釣れるように、全部装備も全部強くなってるんやで。値だけはないんやで。強くなってるんは。任せろり。これでかくても絶対釣ってやるんだから。こんなにスムーズに釣れちゃう。あらまあ、どうしたらいいんでしょうか。こんなにスムーズにお魚が釣れちゃう。コモンスヌークか。おい、コモンスヌークかーい。コモンスヌークかーい。あんな遠く飛ばしてコモンスヌーク釣れるんかーい。いいんやけど、釣れるのはありがたい。よし、来てるぞ。やばい。激しい。やばい。ずる引きしてるかもしれない、これ。みのるさん、雑魚。雑魚だった私。雑魚だったコモンスヌーク、カタカナも、カタカナも苦手だからさ、カタカナに間違ってる可能性も結構あんだよね。やばい。本当にやばいんだよね。だからさ、ペルソナやってんじゃん。ペルソナやってる時結構カタカナ多いじゃん。めっちゃ結構大変なんだよね。待って、何これ。ブラックっぽいな。ブラックっぽくない？あなたは誰？釣れたターポン！やったコモンスヌークが雑魚。コモンスヌークじゃないの名前。やった、ターポン釣れたんだけど。イエーイハッピーすぎる。ハッピーターポン。ターポンゲットだぜ。ダララーン。チャンチャランチャン。コモンスヌークちゃうの？ありがとう、みのるさん。来週？ちゃうの？ちゃうっけ？これ名前何あいつ。コモンスヌーク。合ってるよな。合ってる。大丈夫。多分大丈夫。イエーイ！ターポン狙ってたんや、わし。なんかあんま釣ったことないよな。もっとでっかいのもいるね。あと、パーミットも後で釣らなきゃ。これなんか。アジなんだ。私なんかこれ、なんだっけ、あいつ。ピラニアかと思ってた。ピラニア系かと思ってた。ブラウンブルヘッドって釣ってないんだ、まだ。ウケんだけど。ブラックドラムはしっかり釣ってるね。ボーンフィッシュも釣らないと、これ。何系な、イワシなんだって。かわいいかわしろだ。ロンズの具が、ここでは私は下道ですね。はい。下道です。パーミ
ミットもそこそこでかいね。でっかい魚釣った。くむちゃんさんもありがとう。ありがとう。何や、ピピ言ったんや。この辺でいいんだ。後で釣りに行きます。多分もっとなんか沖合なんでしょ。多分わかんないけど。あっちのなんか風車か。風車ある方なんだなと思って。お腹鳴った。聞こえました？ありました。ラーメン食べたいな。ドライブバスが気持ちよく連れてくれたらいいんだけど。水面化してなんか引くだけで釣れるんだったら、それはそれでマジで嬉しいんだけど。ちょっと待って。今反応あった。うわ、最悪や。バイト、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 チュンバイト、バイト、バイト、バイトね。バイトだけありました。難しい。そうこうしているうちに実は188キロ釣ってんだよ、魚。ここの魚ってさ、なんか大きいよね。なんか結構ビッグサイズで、なんか釣ると結構いつの間にか、なんかスカリがいっぱいになってる感じするな。鯉はさ、なんか狙ってめっちゃなんか200みたいな感じじゃん。やることやってみたいな。これなんか釣れたらそこそこでかいみんな感じで、気がついたら結構いってるね。手だけ引いちゃう。いやー、そう、水面引くだけで釣れたら神なんだけどな。なんか釣れない気がしてるんだよね。たまたまなのか、たまたまじゃなくやっぱりいないのかわかんない。クブジャさんだ。へい、クブジャさん。腹減った。お腹鳴ってる、めっちゃ。お腹鳴ってる。ご飯食べたんだけどな。おにぎり。明日。ラーメン食べた。こんな時間にラーメン食べたら絶対ニキビで。なんかね、お腹いっぱいになるとかならないとか、そういう問題で体にいいとかあるじゃなくて、ニキビができる。肌荒れする。油の塊だもん。その油がうめんだよな。カロリーが美味しいんだよ、ラーメンっていうものは。あれはカロリー食べてますから。カロリーがうまいのよ。釣れない。そうだ。釣れない。そう。なんか味変しよう。あっちの方とかにしよう。免罪符として野菜たくさん入れようって。いいですね。野菜食べてますみたいな。でもさ、ラーメンの野菜結構好きよ、私。美味しいですよね。野菜好き。トマト以外はね、結構好き。パクチーは無理。でもパクチー食べれなかったら、ナオコにパクチー食べられないなら黙れって言われるからな。これでもパクチー無理なら黙れって言われるからな。分かる人にしか分からない話してごめんマジで。いや、分かるよりみんながなってくれればマジで嬉しいんだけど。一番それが嬉しいんだけど。パクチー無理なら黙れって言われる。分かんない話してるから。推しの話なんですよ、これ。ごめんなさい。タコス屋の店長か。タコスにパクチー入ってる。そういうこと？どういうこと？なんか違うんだよ。違う。タコスっていうか、シュラスコどうしたったっけ？シュラスコみたいなのは、あれです。アダムさんですね。今、スターグローの、デビューしたアダムくんは、もともとシュラスコ屋さんだったか。ケバブね、ケバブ。あ、タコスだからちゃうか。いるんだよ、パクチー抜きで頼むと絶対に売ってくる店長がいるの。タコスをタコスにパクチーって入ってんの？てか、タコスってトマトとか入ってるやつ。なんかめんどくさいんじゃないのそれ。パクチーに無理なら黙れってそんな人いるんだ。いるでしょ。みのりさん、そうだよね。ナオコに怒られるよね。ナオコちゃんに。パクチー無理なら黙れ。これあれね、歌詞の一部だから。ちなみにこれ、歌詞だから。いや、ダメだ、釣れない。もうダメだ、これ。時間が終わってる。分かってる。時間終わってること分かってる。何それおっきくないそれ何それパーミットってその辺でも釣れるの？待って、クージャどこで釣った？ウケんだけど、マジで。でかくないでかくないこれ。はじまりさん、パクチーダメだったっけ？
いいね、でっかいわ。私のパクチー無理だな。ごめんだけど、美味しく食べられないかもしれない。だからね、前も言ったよね。パクチーは。あ、蚊についてる。カニで釣れるんだ。そうそう、カメムシ。カメムシみたいな味はわかんないんだけど、なんかね、食感がね、キンってするから嫌だ。キンって。食感がキンってするもんないじゃん。でもなんか味よりも先に、そのね、噛んでる時に歯がキンキンするのが嫌なのよ。わかんないと思うんだけど。マジわかんないと思うんだけど、そうなのよ。釣れないから別の日にしよっかな。また M 字だべや。もう M 字の日、もうええて。チョコロつき。もうええて。いい声で、もうええて。パクチーで遺伝的に受け付けないというみたいな。なんかね、それも言ってたよね。多分無理なんだと。カメムシだと思う、味だと思ったらなおさら無理。なんか感じたことはなかったけど、カメムシ味かと思うとちょっとカメムシマジで無理だから。ちょっと無理だよね。ごめんだけど。ごめんだけどね。5キロ、あと5キロ太ってから釣りたいんだよな。はい、行きます。今行きます。この50メートル先、右方向のこのお魚ちゃん何でしょうかね。結構遠く、でも軽いで。これ来いよ。コモンスヌークコモンスヌーク。ちっちゃコモンスヌーク。ハーポンめっちゃ狙っちゃおうか。さっきクブジャンさん釣ってたお魚どこだ？でもなんか投げてる方向結構一緒やな。あっちの方になんかいるんだな。狙っていこう。クブジャンさん失礼します。あ、この辺ね。オッケー、分かった。この辺ね。この辺だって。これ大事だからね。釣れる人の場所を見て、盗むっていう。これ大事な作業だから。あ、この辺かなみたいな。技盗むの大事ね。パクチーだけで食べることってないからさ。やばい。これ。あ。なんかパクチーサラダみたいなの食べてる人とかいないですか？パクチーサラダってマジっすかって思わん？マジっすかって思う。本当に好きなんだみたいな。いや、好きならどうぞって感じだけど食べるのみたいな感じで言うのもさ、なんか違うじゃん。うちらがなんか食べれる人を否定することはなんかちょっとちゃうけど、なんかすごい好きなんだなに気持ちになるよね。あ、でもそうよな。なんか健康のために結構なんかいろんな食べ物を食べてる人いると結構すごいなって思う。なんか私、なんかでもやっぱその変色食わず嫌いなものが多分多いと思うんですよ。で私は自分でそう思ってて、なんか食わず嫌い、なんか多分もうこれ無理だと思う、食べられないって思って食べたことない食べ物とかも結構あると思うから、いろんなものをこう健康のためとかも含めて食べれることすごいと思う。筋肉をだから鍛えるために苦手な食べ物を克服しましたとか、すごいなー。釣れへんねん。たらいいこれ。釣れないもん。数の子食べながら赤いのね。だから美味しくなくなるやつでしょそれ。やだもう。いや絶対やだ。だって美味しくないのわかるし、なんかその魚卵の食べ合わせっていうか、なんかその組み合わせでさ、悪そうだもん。なんか魚卵鼻が死ぬの口じゃなくて鼻が死ぬの。鼻死ぬの。なんで鼻死ぬの？匂いが込み上げてくるってこと？その魚卵とワインのこう風味が込み上げてくる。で鼻に集合するってこと？ここで集合ねってなる。生臭さが広がる。際立てちゃうんだワインが。
あら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 。なんだっけ、デバフ。デバフだね。シナジー逆のやつだ。シナジーじゃない方。なんて言ったらわかんないけど。逆のやつだ。デバフ。よし、来た。おっきいかも。おあった、おっきい。ほほほーい。ほほほほい。へいへいへい。暴れてる、暴れてる。なんだその暴れ方。なんやお前の。なんやそのお前の暴れ方。なんや。おタポーン。どんどんターポンのサイズ更新してってるわ。ちょっとずつ。ターポン更新中。ターポン更新中。なんかここも渋いね。多分釣れる時間が微妙だからと思う。絶対食べないです。ちなみにワインと数の子絶対食べない。ワインをそもそもそんな飲むことがないかもしれない。あ、やだな、鼻に生臭さ集合するの。マジで無理かもしれない。生臭さ鼻集合。どうだ、濃い。ちっちゃいよな、でもな、見た目が。うわぁ。おちっちゃいと思ったけど、いってる10キロトロフィーで。おほほほ嘘マジ横抱きしてるし、おじちゃん。ちゃっかり横抱きおじさんじゃん。マジウケんだけど。嘘いいんすかやったいいじゃん。よくわからん角度でしょ。読んでちゃった。マジ嬉しい。終わったかも。マジ嘘終了して。終わった終わりました。やっためっちゃ嬉しい。マジでずっと釣れ大した重さじゃなかったよ。なんだこれめっちゃ軽いやん。普通のなんかサイズかみたいな感じでまたかみたいな。まあほなまた頑張んなあかんなとか思ったっけ。いったでやった嬉しすぎるハッピーありがとう。ちょっと待って、ありがとう。多分なんか共有もらってんだこれ。ありがとう。クムジャンさんありがとう。パーミット。カニで釣るんや。カニなんか餌あんのか。パーミットちゃんどこあれね。ありがとう、クムジャンさん。パーミット。他の餌ダメかな。パーミット。なんか不思議な餌ばっかり。ザニガニとかもできる。鱗サッパとかなんかようわからん餌。ムール貝の実とか。ありがとう、クーちゃんさん。色消してる消るありがとう。マジで嬉しい。マジで終わってなかったの。ミッションがね、結構クセモノでね、大変だったんだよ。なんだバスこれ、ブルークラブ島なのか塔なのかわかんないんだけど、マスターね、結構大変。だるいけど経験値もらえたりするから、まあだしミッションとかやりながらね進めていきたいなと思ってるから挑戦はしてるんですけど、せっかく行くんだったらみたいな感じで、もうね本当にね大変だったのよ。これがルアーじゃなければユニークとかもつってたわけだから、もう本当にルアーが全然かかんなくて辛かったけど、よく頑張った。嬉しい。本当に嬉しい。ありがとう。それにしてもちょっとルアーとか強くなってるね。やっぱりなんかタックルっていうの、その装備が強くなってるからいけてる。自分戦えてるわ。でちなみにだけど他はね、なんかもっと先のねマップとか、あとまあザンダーバッカーとかテベルとかなんかその前のところとかもあるんだけど、基本はねもうなんか後のとこやな。テベレ絶対行かなあかん。もうテベレばっかり。7キロ超えるマスとかもさ、どこだっけ。7キロのマスはあれか、ホワイトムースか。ホワイトムースが早いのかな。これもずっと残ってるからやってもいいかも。
あ、これ経験値5000くらいだから、まあ今やってもなって感じかもしれないけど、残しとくのもったいないんだよね。終わらせないと。あと5万ちょいで、またレベル、早いな、やっぱ。早いかも。ということで、ちょっと他の魚も狙っていこう。やったね、嬉しい。ありがとう、本当にみんな。ありがとう。テベレ行きますか？明日じゃテベレや。配信テベレやな。テベレあんま覚えてないんだよね。どういうとこだったかあんまし記憶ないんだよな。てかマジで記憶ないんだよね。テベレどこだかわかんない。本当に思い出せない。ゴミだよ。しびれるしびれるぜ。そうだわ。しびれるぜ。みんながね、そのね、悪口みたいな感じでね、そのね、悪態ついてんだ、マジ笑っちゃうんだよな、みんな。いや、そんなことないとも言い難いんだよな。その言い方、俺、クソ川。いや、思い出せんでもクソ川、ちょっと待って、思い出せない。まあ、良さはね、きっとあるはず。その、魅力はきっとどこかにあるはず。あるはず。はずなの。見つけられてないだけかもしれない、私たちが。いやー、どこだったっけな、マジで覚えてない。覚えてない。釣れなくて魚種コンプリートできてない。いや、釣りにくいところあるもんね。本当に。エビか。エビねえな。エビなんでないんだろう。エビなんでないんだろう。エビ、下か、もっと下か。あったあった。鯉と違って反応あったら魚釣れるからいいよな。鯉はさ、この反応あった後にさ、いや、まだどうせかかってないんでしょみたいな、なんかそういう時あるからさ。テベレ行こう、明日じゃあ。はい。こいつ、下道です。こいつ、下道。ミッション残ってんならやってもいいかなってするんで。いろいろその必要な装備整えてやっていこうか。お、なんだこれ、すごい勢いだ、すごい勢いだ。なんだすごい勢いだぞ。おっと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 。なんだこりゃ。はい、ターポン。いいね。ターポンも狙っていきたいから、このままこれは投げておこうかな。浮きです。いや、テベレマジで思い出せねえ。何レベぐらいのところだ？結構前。2、30ぐらい。テベレって。テベレって、ヨーロッパ？これ、こんな穴とこ投げとったらあかんな、これ。ちっちゃい魚釣りてんだよな。手前とか投げんの釣れねえか。4じゃさすがに針ちっちゃすぎる。はいよ。もっとちっちゃくなっちゃう。1とかにしとこうか。これにしようか。イタリアか。イタリア。20ぐらい。イタリア。思い出せないな。うわー、どんなとこだ？逆に楽しみ。そんだけみんなが悪態ついてるっていうのが逆にちょっと楽しみ。楽しみかも。楽しみを見つけていかないとみんな面白くない。あ、投げてないやつあんじゃん。投げてないな。なんかないかな他にさ、この辺で釣れるお魚。これとかも釣らなきゃ。アストロノータスとかなんか釣ってない。あ、いいじゃん。こいつも釣ってね。こいつも釣ろう。ナマズ。ナマズこっちいないかな。いや、釣れるな。こいつは絶対釣れる。フィニッシュ。高いとこなんだよな、ナマズ。みんな高いんだ。記憶
意欲から消したい説。嘘嘘嘘。嘘でしょ。移動がだるい。特にイベント。イベント？うん。待って、マジで気になるから、テベレ調べてこようかも。いや、セイルフィッシュマジで本当に来ないでよ。調べてこようか。テベレ、そう、かわいそうになってきた。そんなにみんなにボロクソに言われて。テベレ、フィッシングプラネット、これだな。待って、あはあはあはオラウトどういうとこどれどれいや、あったかも。あれあのさ、あれか。あれか。橋あるとこ？橋あるとこですか？橋あるとことは違う、ここ。合ってるかも。合ってない。なんか、交換したみたいな。橋の下に投げれるやつ、これ。違うか。違うな。あ、そうだそうだ。あ、思い出した思い出した。橋の下だ。橋あるとこだな。思い出しました。そこか。なるほどね。いや、確かにね、橋よりって左右で釣りできる。そういうことね。橋の上から釣りできるわけじゃないやつね。はい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 。思い出しましたよ。思い出しました思い出しました。いや、確かにね、あれ、流れが速くて、結構なんかルアーとかでやろうと思っても大変なところだ。橋の下。で、トラウト釣ろうと思ったけどね、なんかちょっと大変だった気がする、それも。うわ、思い出した思い出した。わかったわかったわかった。大体把握しましたよ。そっか、あそこか。なるほどね。確かに、みんなほどクソとは思ってないけど、釣りにくかったな、釣れなかったなっていう記憶は蘇ってきた。釣れなかったなみたいな記憶。あるわ。全然ある。マジか、そこなんだ。まあ、じゃあ大変かも。結構なんか長考するかもしれない。長考っつうの。長くかかるかも。マジ釣れないんで。よか。うなぎがいる時点でクソ。クソ側かどうかの判定、うなぎいるかどうか結構ウケんだけど。結構おもろいけど、でも確かにそうかもとも思っちゃう自分もちょっといる。なんかね、釣りにくい川多いですよね、うなぎいる川って。待って、時間変えようかな、その前に。してないからもう。よし。私のニューマイギアですね。これ三浦さんからもらったやつ。ういっと。ガタガタする。ガタガタする。ガタついてるけど。ここで、ゲッタンし。うなぎいる川釣りにくいとこ多いっすよね。でもマジで。いや、これマジで。なんで、ザンダーバッカー。ザンダーバッカーだったっけ？どこだったっけ？あそこ。ザンダーバッカー合ってるか？ザンダーバッカーちゃう。なんだっけ？うわ、忘れた。この前行ったとこ。忘れた。いや、わかる。あそこ。あそこよね。運河みたいな。そこ。ずっと先に上陸できるいい場所あるよ。マジで。そこまでトローリングしよっかな。大口バスとかどう？ウォーカーとか、クランクベイトで何かさ釣れるやろ。クランクベイトで何かさ釣れるやろ。ほら。
ランクベッドなんかさ釣れるやろ。釣れるやろ。キャスティングスプーン。こんなんあったっけ？あ、これか。でいい。あ、じゃあな、これか。私が大好きなクランクベイトっち。サンダーバッカーはドイツ。あー、なんだっけ。ゲントテルネーゼだ。あー、そうかそう。ゲントテルネーゼですね。そうそう、そこそこ。あそこもね、うなぎいるんだわ。ゲントテルネーゼ。みんなが大っ嫌いな。みんなが大っ嫌いなやつ。クソ側とそこも呼ばれているという。かわいそうにね。かわいそうにね。ほい。その名前いや、もうみんなの記憶から消されてるのもクソ入る、マジで。ます。あ、来るか。あんまこの奥行ったことないんだよね。来てるかどうか。どこでわかんない。音鳴らないよね。雰囲気だよね、きっと。雰囲気。おもろい。こんな感じなの。トローリングしてるとき、これで。なんか、うなぎとかさ、他もあるよね。なんか、次行くところ、ヒラメとかいるから、なんか、うなぎ系なのかなとか、思ってんだよな。どこだったっけ？次。忘れた。釣れない。釣れたら嬉しいんだけどな、トローリング。楽しいじゃん。となったら嬉しいんだけど。え、ここ？ここだっけ？釣れない、トローリング。あとトローリング確率高いと私は思ってんだけど。だから好きなんだけど。渋いね。お、来てるぞ。来てるぞ。あ、来てる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 。ほい。おもろいおもろいおもろい。トローリング面白すぎる。へい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 。カレーか。あ、なんだ？コモンスヌーク。貴様かー。まあまあまあ、こんなもんでしょ。ほい。お、来てるよ、こっちも多分。あ、閉めるの忘れてた気がする。あれ？反応してたよね、さっき。キュッキュッキュッって。あにゃ。まだ結構あるね。え、行くとかあったんだ、あっち。ウケる。こんなに広いんだ、このマップ。初めて知った。こんなに広いんだ。めっちゃ広いやん。もし。え、カレーとかもじゃあ釣らなきゃいけないね、ここな。さようなら、くぶちゃんさん。ちょっとかかってんのかな、もしかして。どうなってるか見たいな、ちょっと。え、かかってますやん。やはり。マップ見て右。なんか怪しいと思ったんやな。ピッピッピッって感じだったんだよ。へい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 。レッドドラゴン。いいね。レッドアイズ。ブラックドラゴン。ごちゃごちゃ考えないでいいよね。トローリング中。マップ見て。マップ見て。こうなってんだ。すんごいじゃん、ここ。すんごい。なんか、あばら骨みたい。ウケる。右？こっちってことか。もうちょっと行きます。はーい。今行きます。待ってます。お、くぶちゃんさんが追いついてきてる。
人がいるとこ、ミネルさんいるとこか。カヤックマフィアのボスがカヤックマフィアのボスが展開してるぜ。これぞボスやで。これが私たちがカヤックマフィアという名前になっているゆえんだから。あとね、ここね、飛行機っつうかなんか、なんて言えばいいのあれ、飛んでます、あれ。結構時々その音がする。なんかこっちも引いてる気がするな。ピーンってしてる気がする。気のせいかな。あとこれとかでかくない？この魚マジで。それね。ね、やばいの釣れてる気がする。まあ、やるとこ逃げるな、こいつ。ね、大きそうですよね。結構苦戦してるわ。ウニプロザオで苦戦してる。クリアさんがバックしてるのおもろ。ちなみにここの魚バスメイトにシャッとつける全部釣れる。ウケんだけど、そんな簡単なことある？やばい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 。大暴れしてる。やめられねえのよ、こういうことがあるからよ。魚釣りはよ、楽しいだろ。何が釣れるか釣ってみるまでわからねえ。それまではバトルよ、バトル。いつまでもよ、バトっていきたいだろ。ワイルドだろ。てかワイルド注文だろ。で、スギちゃんだぜ。魚釣りはワイルドだろ。パーミットかな。お、マジっすか。初めて。初パーミットか。マジ釣れね。全然34。全然33、34。ずっと 30&34。ブーブーうるさい、ブーブーうるさいよ。耳元ブーブーうるさいです。あ、うるさいですよ。釣れへん。全然33。こっからマジで釣れ、あ、いけない。お。小刻みにめっちゃ動く魚困るんだよ。こっちに行けばいいか、マジでよ。全然大変。なんならこっちの竿もかかってそうやしな。もう後やな。ローリングが引き強くとかしゃあない。そうなんだ。おもろいやん、それ。ほい。こうだな。こうだ。こうやな。他方にローチをかけて、緩めて、そうですね。ああ、いいです。わかりました、わかりました。私わかりました。っていう方。クージャンさんが魚のところにいてくれてる。面白い。追っかけてくれてる。そうだ。オッケー、来てる来てる。片方にこう、傾けて、これだ。20メートルまで来ましたよ。これ長いな、マジで。お、めっちゃ、ブルークルーめっちゃ長いね。マップ。めっちゃ広いやん。トローリング楽しいよ、マジで。マップ長いと。しかも直線。いやね、ドニプロもね、だからトローリング楽しいんだよね。長いから。結構いろんな魚釣れる。でっかい魚。ナマズ多いかな、でも私がやろうと思った。農魚とかも釣れるけど、あとね、あれ、プロムツとか、プロムツだっけやつとか。あとなんだっけ、もう、なんだっけ、あいつ忘れた。もう一個いるやん、なんか同じようなやつ。プロムツっぽいやつ。あ、でも忘れた。なんかいるんですよ。あれ、どっちも釣れるし。あ、チャブ、そう、チャブか。チャブ。とかね、釣れるからね、結構面白いですよ。あ、あ、びっくりした。この左のやつですね。びっくりした。今かかってるやつ逃げたのかと思ってガチ焦ったんだけど、嘘だろみたいな。なんか急におとなしくなったぞ。急に素直に。急に素直にスースー。やっぱかかってたね、この右なんだ。画面からしたら左のやつもかかってました。来たぞ、あられちゃう。てんてけてけてんてけてけてんてんてん。
はい、来い。わ、お縄につきなさい。来い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 
こい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 これちょっとが釣れへんのね。これあとちょっと巻き上げちょっとあれだね。これ何メートルまでいったら分けるやつだろう。6とか5か5メートルぐらいしかでしか5メートルぐらいでしかこれ5メートルぐらいかな。あー、来てる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 。いいよ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 。なんだ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 どっかなんかレッドトラムっぽくなかった今顔。レッドドラムっぽくなかった。あれほらほらほらレッドドラムじゃん。ドラムだよね。イエーイレッドドラムフーラブマシーン暗くて見えない。そっかレッドドラムユニークイエーイ楽しいです。でっかヒー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 でかいだろう。ウェイやったじゃん。ウェイウェイ暗いね。いい経験値。ちょっと待って、経験値見てなかった。ありがとう、ありがとう。アリゲーターさん、ありがとう。クージャンさん、皆さんありがとう。ラブマシーン歌ってた私今。どこ歌ってた私。今歌ってた記憶がもうない。どうしよう。記憶がない。ネリさんありがとう。記憶がないぞ。あら歌ってたかなあれおかしいな。待って。終了して。経験値7000でかくね。ほんまやね。めっちゃいい経験値。しかもお金も高い。うれしい。ほんまにうれしいわ。みのるさんのとこも過ぎちゃったかな。あれみのるさんどこあれあっちだ。あそこにいるんだ。おもろいよね。これだからやめらんないんですよ。本当に楽しいわ。大変だけどね。大きい魚釣れると楽しい。こっちもうちょっとかけとこうか。いや、逃げちゃったんだよね。かわいそうに。そういや、ニョラコの X 見たんすよ。メディアの8割が魚抱えておっさんだった。やばいやばい。もし、なんか、ネカマみたいな感じで思われるかもしれないね。あかんあかんあかん。いや、なんかね、そう、大体ね、そう、最近ね、そう、思ってたんだよ。X にね、なんかね、なんか、それっぽい写真とかね、そう、なんかね、上げてなくて、自分もね。ね、なんか、バロラントのやつは最近上げたの。キャラの性別変える？でもなんかおっさんだからいいなと思ってんだよ。この釣りはやっぱりなんか渋いじゃん。わかんないけどさ。だからね、もうちょっとね、自分のね、アピールするのも含めてね、なんかね、おじさん以外も上げていかないといけないかもってちょっと。やだ、もうちょっとやめてよ。あげちゃうんだから今。おじさん追加するね。やだ、ちょっと本当におもろいんだけど。ちゃんとハートとかつけてくわ。つけときます。私女性ですよっていうアピールをいくわ。ちょっとちょっと待って、おもろいんだけど、ちょっと待って、じわるじわじわきちゃうね。はい、メディア追加いたしました釣りの影が濃すぎるおじさんの隣に並んでおこう。並んでね、写真撮るのいいかもしんない。そうだよね。そうしたらいいんだ。そっか。マジ釣りやってんのマジおっさんかって今なってるもんね。絶対みんな。だよね。いかんぜよ、いかんぜよ。釣りの影濃すぎるとか言って。ちらつくおじさんね。おもろすぎるやろ。おもろ。ちょっと待ってよ。でもおじさん追加しちゃったもん。追加してきた。こっちも何かかってたかちょっと気になったね。いや、途中で話してもよかったんだけど、なんかその理由はあったような気がしたんだけど、いいや、とりあえずいっかとか思っちゃった。なんか、はしょっちゃった。
前行くときどうすんだっけこれ。コントロール1、あれこれどうやって前行くんだっけこれ。あ、ホールドか。R。みのるさん、そんなとこにいるんだ。これマングローブがなんかあるらしい。あとなんか風車があるから時々風車が散る。どうなってんのそれ。お転覆するだよ。どうなってんのそれ、みのるさん、それ。船どこにやったの？ここ飛んでこれるの？さっきんとこから降りる。ありがとう。こっちか。ここ、ほんまや。すごい。すごいんだけど、これ。暗いね、でもここ。暗いわ。船降り、後ろ、船後ろね。船降りろって書いてあるかと思った。船降りろって書いてるかと思った。暗すぎんここ。大丈夫そう？みんな何やってるかわかる？暗いよね。めちゃ暗なんだけど。ゲームはね、そんな暗くないんだけど。あら、困ったね。お前船降りろって言われたのかと思った。びっくりしちゃった、急に。あれねみたいな。フージャンさんがまたマフィアしてる。マフィア。ハーポンとかいるの？へえ。軽くできないかな。これ全体変えなきゃダメなんだね。やっぱ、だって設定めっちゃ変えなきゃいけなそうだから、ちょっと、あれやな、大変やな。マジ暗いよね。行きましょうか。ハーポンもそうだけど、今日いい日だね、この M 字の日だ。いい日だ。アメリカザリガナマズも釣りたいし、バスも釣りたいね。フランクベイトとか投げればいけるかな。パーミットも。あとね、これも釣りたい。これもエビとかでいけるんだ。どうしよっか。あ、これいるじゃん。サザンフラウンダーっていう、なんか、いるわ。これ切り身なんだ。なるほどね。よし、なんか適当に投げたらなんかかかる気がしたから投げましょう。ちなみになんか深さ的なのはですね。あ、こういう感じになってる。なんか浅い深いがなんか変な感じになってる。変な感じ。あばら骨みたいな。あばらみたいになってる。ここは浅いとこ当たっちゃった。奥？あっちの方か。まあ。とりあえず投げてみよう。こっちの方はもっと深いかもしれない。浅いな。むずいな、これ。むずいな。これ浮きです。適当投げてみよう。耳投げます。ちょっと深いか。ありがとう、みのるさん。ちょっと深いかもしれない。すいません、ありがとうございます、みんな。お、ブラックドラム。Thank you。ほい。あ、シャイナーだ。ピピピピピって言ってたのに。もてあそばれた私の気持ち。もてあそばれました。待って、やってみよう。なんかちっちゃい魚もこの辺いそうだね。これだけで釣れないかな、バスとか。キャスティングスプーンを。
失礼。えほい。海水？あ、そうなんだ。海水。イクラとかのが釣れるってこと。うん。ザリガニ来てるね。へいへいへい。貴様は何者だ？ブラックドラム来てるね。もらったところ投げとく。うん。お、なんかフィーバータイム始まった。フィーバー。フィーバー、フィーバー、フィーバー。フィーバー、フィーバー。レッドドラムこれ。いいね。楽しい。いろんなの釣れる。うん。はい。これフック。あ、切り身中に何かかってるかな。あ、でも、同じだな。これレッドドラムだね。はい、レッドドラムです。適当に投げて釣れるのさ。感覚ですわ。バスは釣れないのか。海水だからバス釣れないってことか。そういうことか。そういうことか。そういうことか。水とか、だからその淡水と水、海水が混ざってるとこか。淡水だからこいついないんだ。淡水魚っぽいなこれ。そうだよね。こっちもいないな。こいつとか、こいつはこいつもダメか。ということですね。おほ、賢くなった。賢くなっちゃったぜ。さ、いやごめん、自分なんでスギちゃんやっちゃうんだろう、本当に。どうしてスギちゃんやっちゃうと思う？なんとかなんだろう。淡水系マップ左。こっち。あ、さっきこっち？あ、バスの拠点って、行ったことない、ここ、私。ないです、こっち。こっちにもあんの？やばい、なんか、なんだっけ。反応なんだっけ。あ、ニガ玉みたいなところある。わかる？ニガ玉、ニガ玉みたいなところある。マップにニガ玉あるんだけど。そうなんだ。めっちゃここ広いね、本当にマップ。いろんなとこあって面白いですね。全然行ってなかったわ。ずっとそのバス釣りたくてさ、同じとこばっかりにいるから。全然釣ってなかったんや。なるほどね。あの水門を船で通ってくからだるい。ねえ。いいな。水門？あ、さっきのそのなんか通路みたいなとこ？淡水の方行くのに。あははは。はい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 。あ、そうなんだ。あっちを通るんだ。そういうことか。水門なってたんだ。なってた。あ、なってる。なんか橋みたいな。なんか歩道橋みたいになってるとこだ。歩道橋だ。はい。なんか私ずっとあれ歩道橋だなって思ってたから。あれ水門になってるって思ってなかったわ。ウケる。分かってきたよ。大体分かってきたよ。分かってきちゃった、ここのこと。分かってきたよ。クブジャンさんだ。ヘイクブジャンさん。イエーイ。みんなこれ見守ってよ。暗いですよね。明るくしますね。
忘れてた。君たちに私はスポットライトを当てるんじゃ。あれ、水門じゃなくて橋じゃん。いや水門じゃなくて橋なんかい。水門なんだ。かもしれない。違うんかい。ウケんだけど。あ、でもあっちを橋通っていけんですよ。でもそうなんだ。で、マップなんか、なんだっけ。ほんならバスの住みかみたいなとこあったから、あっち行ったことないから行ってみてもいい。2時までにしようと思ってたけど、ちょっとアディっていいか。まあアディってていいか。せっかく教えてもらったしな。ちょうどこのマップの面白さ分かってきたところだから、もうちょっとやるわ。この下道しか釣れねえ。この下道だぜ。エビがもうねえぞ。エビがにゃ。遠く飛ばしちゃおう。最後のエビ行け。遠くに飛んでけ。エビがあと1個。なんか 2.5 メートルで床舐めちゃうから、これじゃあちょっとあれやな。もうちょっと床なんか沈まんやつ。ランクベイトじゃないやつやる。おそもだけど。なんかいいか。ネズミルアーとか変なルアーいろいろあるけど。いいかな。あとかするのか。あっちだ。さっきお師匠言ってたな。待って、何？釣れるのどっち？ないんかい。18キロ以上にしなきゃいけない。これですわ。X シリーズのジグベイトなんか持ってんだけど、豪華。めっちゃ豪華やん、これ。神じゃん。神やん。絶対めっちゃ釣れるやん。なくしたくないからちょっとつけないとこでも。貧乏症だ、貧乏症。ちょっとなくしたくないからつけないとこ。これにして、コインじゃない方、エビも、なるほどね。そうかも。チャッとつけたら何でも釣れるって言ってたよ。だから、それにしよう。じゃあ大丈夫だ。まだエビあるか。エビ。あるわ。196もあるわ。ウケる。重すぎてつけたことない。今なんか重かったっすよね。わかる？それ重いなとは思いましたよ。だってなんか今投げようと思ってるこのさ、ルアーウェイトさ、56だからさ、この今めっちゃいいじゃんと思ってるやつね。めっちゃいいじゃんと思ってるやつ。42だから、あんまりこの重さのさ、猶予ないよね。ないやんみたいな。けど、みたいな感じだった。めっちゃありました、エビ。大丈夫でした。浮いてきちゃうな。なんか軽いんだ。水面ちょろちょろし。もっと多分下だな。へんくなったで。暗すぎて草やね。どうしたらいいんだ。フィッシングプラネット、こんな暗かった？マジだ。ちょっと明るくなかったこのゲーム。なんか曇ってる日の方が多いよね、このゲーム。あんまりさ、天気良くないよ。なんか今、釣れない時間なのかもしれないって、うすうす思ってしまう。文句言ったら釣れるからね、このゲーム。言っとくけど。何回も言うけど、文句言ったら釣れる。5個しか X シリーズの。いや、またゲド畜生ゲドめい。X シリーズのジグベイトジグだっけなんていうのよ。ハニーみたいな。ルアーのなかったから取られたらマジ泣くかもしれない。釣れるのかもしれないけど怖えよ。ダメだ、こんなんじゃ釣れない。待って、なんだ、釣れるのか。釣れるんだな。なんかめっちゃこれ釣れるわ。なんだこれ、ザリガニフィーバーしてる。でもいや、クソザリガニだ、クソザリガニゲド
ゲドウしか釣れねえ。しょ。2時半ぐらいまでちょっとしますね。それ以降はちょっと。ラフトップの好物だから。何がにやだー。でも私諦めないよ。時間。あ、時間ね。はい、時間悪いよね。買います。ルアー持ちます。待って、ナイスユニークナイス楽しいな。楽しいな。お化けの学校。何にもない。ゲのゲ。朝は寝ぼけてグーグーグー。夕方20時に飛ぶのもあり。嘘。楽しいな。楽しいな。お化けの学校。あお。危険もなんもない。最高か。今めっちゃ釣れる時間だよね。でもちなみにだけど。これでも。来たかもしれない。これは違うわ。重さが違う。夕方とか20時とかの方が釣れるんですか。トイ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 。ニキニニニニ。お、ブラックドラムちゃん。いいなぁ。ブルークラブもおもろいね。あ、こっちね。ここか。死ぬほど釣れる時間短いな。えぐいよ。手前なんかな。あ、なるほどね。20時するのか即飛ばせる。はあ、はあはあ。おっとこれはなんだまたぶつ切り切り身中来てるよ、切り身中に。あ、レッドドラゴン来た、これ。レッドドラゴンじゃない。ブルーアイズ、ホワイトドラゴンとレッドアイズ、ブラックドラゴン。レッドアイズね、レッドアイズ。あいつレッドアイズだから。ちなみにブルーアイズもいるからな。違う、ブルーアイズいらんわ。レッドアイズとブラックドラゴンしかおらんやんけ。ブラック、なんちゃらいるよな。あらあ、今わかんない。今、混乱してるわ。おるよな。なんかお腹冷えてきたんか、またお腹痛くなってきそう。お腹痛くなる予兆が来てる、今。予兆が。レッドとブラックいるよね。あいつら融合したらなんか、融合するよね。なんかブラック、レッドアイズ、ブラックドラゴンなんかと融合してたよね。なんだっけなんか融合してたよね。忘れちゃった。ハットテールはマジで釣れないんだけど、私のやり方が悪いな、これ。メテオドラゴンとだっけなんかやってましたよね。融合してた気がする。うわ、思い出さないけど。思い出せへん。何なのだレッドアイズ、メテオ、ブラックドラゴンみたいな感じか感じかなほな。そういうことか。デーモンの召喚、あ、別にメテオドラゴンもいる。あ、デーモンの召喚ともなんか合体してたっけ融合してたっけ合ってるこれ。
クショ。今か。おい。キャットテールだな。様だな。待ってこい。ブラックマジションとも融合する。してたっけ？違うわ。違うわ。やったユニークなレッドドラム釣れたんだけど。ごめん、お前、どうせシャットテールだろとか言った私ごめんね。言ってごめん。疑ってごめんね。私これおじさんとしか写真撮れないかも。ここにいたっけ？一緒に写真撮れるかな？どうですか？こうすらいい？こうしたら一緒に写真撮れるかな？撮れないわ。ゲーム内に私映ってないから、これじゃあ写真一緒に撮れない。これじゃダメだ。これじゃあやっぱり私映らないぞ。あれね、おかしいな。あれね。これじゃあダメだ。村マジとのは最近のカードだ。そうなんだ。ありがとう、アリゲーターさん、みのるさん、出家数。でもね、私はね、なんつうの、配信画面ではね、私がこう、釣ってますみたいな、前にいるけど、ゲーム画面で今、写真撮ってるから、映ってないんだよ。どうしたらいいのこれ。ちょっと、どうしたらいいどうしたらいいちょっと、配信の画面、スクショする？どうしたらいいんだ？こうか。ありがとう、くぶちゃんさん。こうね。こっちか。これでどうでしょうか。そう。いいね、いいね、いいね。いい感じ。OBS で撮るしかない。そういうことよね。配信画面みたいな。みんなに流してる方で撮らなあかんな、これ。切る。やばい、呼ばれてる。はい、今行きます。おもろすぎだろ。ちょっと待って。ごめん。ごめん。今、かかっちゃってるから、このまま魚釣るわ。ごめん。ごめん。一体何が起こってるのか。ごめん。すいませんね、ちょっと今。ごめんなさいね、皆さん。動画とかでよく見る巻き担ぐみたいなテンションで魚フィットでクソとか言って。イエーイ！何釣ったでしょう。邪魔すぎるんだろ。見て、ぴったし1000円なんだけど、ウケる。ぴったし1000円です。私、見てください。どうですか？これ、ちょっとダメだ。ダメ。魚の名前ダメだ。どう？釣れてるの、私。魚に釣られてる。1000円の私。全身見ながらとか斬新だよね、実際。ウケんだけど。いい感じのサイズにして。どう？これ斬新すぎん？さすがにだけど。斬新なんだけど。これ。フルスクリーンのニョラコでもいいよって。ありがとう、クージャさん。ウケる。これ面白すぎるだろ、まず。面白すぎるって。さすがに。ちゃんとなんかフィットしてる。いろんなものが見えなくなってるで、しかも。今、エビが切れましたので、エビを使います。小さくして、魚の口に持っていこうってどういうこと？スタートってこと？魚釣れろ？じゃあ。待って、食べられる感じになっちゃうってことだな。魚の口ってことは。大きい魚釣れてほしいな。でも、口パクパク、口大きいやつの方がいいか。ニュラコを食ってたらふく太るんやってなんてこと言うんだ、みんなして。
そういうことだ。食べられる風ってこと？なんてこっちゃ。食べられへんぞ、わしが食べるんやで。本当にルアーが釣れないのよ。そして全身見せてるの結構珍しい。本当にレアじゃない？マジレアだよ。言っとくけど、そんな全身見せることないで。配信で。ないで。ほんまになんか来たぞ。ないですよ。キングスプーン釣れるかな？一応まだ釣れる時間はあると思う。継続して。ルアー難しいな。本当に難しい。反応だけして釣れないみたいな結構多い。今。私が全部立ってるからってこと？私が見張ってるから私これ釣れるかずっと下向いて見張ってんだからね。夜中まで起きたら特権やね。確かにね。起きてないとこういうなんかわけわからん配信ないからちょっとだぞ。さあちっちゃくね？こいつに食われるのむずくね？これめっちゃむずいやん。こいつじゃあかんな。もっとドラムやな。やっぱドラムつらな。つろだぞ。なんだ？釣れませんと失礼。フランクフェイン1メートルとあります。あ、重すぎるって言われた。あ、ウケる。ちょっと待って。あ、あかん。こいつじゃなくて。ごめん。本当にごめん。軽いやつじゃなきゃあ、これはもうキャスでおき、ダメなんかこっちでおきまして。こっちで。あ、ミニクランクか。あれなんかキャスティングの方投げてんだけど、わけわからん。変えたのに。なんかさあ、どうだ？おっきいか？おっきそう。さっきの魚よりは大きそうじゃん。いくぞー。見えない。陸地見えないよ。マングローブ邪魔だよ、マングローブがいい感じに。やばいかも。なんかマングローブに引っかかって全然引けない。あかん、バグったかもしれない。全然引けない。どこ行った？まずいぞ。めっちゃでっかいのかな。ちょっとマングローブ引っかかりこれ。ライン切られそうこれ。反対行く？そこ負ける？いける？ちょっと待って。いけた？やばい、逃げれるかも。はい。よよ。はいね。よいしょ。あかん。よいしょ。大変だ。これ大変なことになっちまったぞ。おどこにいるの？あー、はい。
お、近い近い近い。結構近いですもん。おっとあ、なんだこれは。なんでしょうか。重たくもなさそうだったのにめっちゃ引かれたんだよね。いや。こりゃ。来た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 。ブラックドラゴンかも。ブラックドラゴンかもしれない。なんだ。来い来い来い。もうすぐそこ。すぐそこサンクスこれ。すぐそこサンクスサンクスサンキューブラックドラゴンイエーイウォーごめん、夜中に大きい声出してごめん。おー釣れたんだぜワイルドだろう私が釣りました。イエースありがとう、アリスさん。いや、ありがとうさん。いやー、thanks。へっ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 へ。そうしておじさんここは深すぎて座れませでは座ることとかもできるんだ。待ってね、これがねなかなかむずくてね。どうですか。えぐいえぐいことだって食べられないんだけど、これじゃもし下がれば座れる。どう魚の上に立つ私。これあかんやろ、これ。こうはどう。釣りました。私が釣りました的な。いいじゃん、これ。いや、こう、足が、それはまずいんじゃん。おもろいやん。これはどう。これいいじゃん。いいじゃん、いい。どうちゃんとあげるね、おじさん以外の写真も。半面開いてるけど、まあいいか。ここに持って、で、一回これを、一回終了して、おじさんバックして、バックします。バックします。ほんで、ここだったらどう？ここだったらちっちゃくしたっけさ。おいしょ。これじゃ名前見えない。どうそれをそれを棒立ちして見守るミノルさん。助けて食べられるよ食べられるよこれおもろいやん。待って。見えないよね、でもね、これ。だけ取ればいいか。ユニークなドラムとかにして。ここはどう？これどうですか？面白い。面白いんだけど。なんだっけ？いや、マジででもありがとうね。ほんと、はじまりさんに言われなかったら私、一生ね、なんだっけ、メディアおっさんばっかりなっとったわ、マジで。おもろすぎるってまず食べられてる？おいー、大事にはいちょっと大きくなって、あららら。
でもうちょっと私がでっかく並んでおいて、ゲーム内じゃなくてやればいいんだな。あったぞ。こうしたらどう？こんなだどう？いいじゃんいいじゃん。逆に私が食べてやる。あおーああ食べれない。こっちか。ああ魚食べるみたいにしたいけど難しい。ああ魚食ってやるぞそういうことで遊んじゃうのをね、夜特権だから。逆に難しいよね。面白かったね。よし。33分ですね。ちょうどキリがいいので、これで終わろうかな。よし。じゃあ、キープしてと。いや、無事にいいですね。いい感じにブラック、どっちだブラックドラムだっけ？釣れてよかったです。よしよし。はい。ということで、今日はこれで終わろうかなと思います。ちょっと今度はまた明日はテベレ行こうかなと思ってんだけど。あれだね、ブルークラブもバス系淡水系をちょっと狙っていきたいね。混ぜてミックスしていきたいなと思います。へい。ということで、いつは終わろうかな。明日はね、ペルソナ以外のゲーム、テベレなんか行かずにでもテベレ行かないとミッションかなり残ってるからね。どこだ？テベレやん。テベレやん。テベレやん。テベレ3箇所あんだよ。だってテベレ3よ。行かな、どっかで。いやでも。どこ？テベレやん。もうテベレ全然何もやってないから。テベレ行かないとこれは。どっかで倒さなきゃね。というわけでね、遅くまで皆様どうもありがとうございました。今12名様ね、ちょっと減っちゃった。みんななんか最近さね、定着があんまなくてみんないなくなっちゃうから、私のこと嫌いになっちゃったかな。本当に嫌になっちゃうね。まあそういうこともあるでしょう。はい、ということで明日はね、ペルソナ以外のゲームをやろうかなと思いますので、見てください。今15名様だったけど、お名前ちょっと呼びますが、呼べなかったらごめんなさい。表示がされてなかったらちょっと呼べなくて、本当にごめんね。ゼロさん、アリゲーターさんありがとう。アートさんもありがとうございます。今日もお疲れ様です。デルタさんお疲れさん。どんぐりさんおやすみ。アイフェスさんおやすみ。アイリスさん今日もありがとうございます。いつもありがとうございます。くぶにゃんさん、センキュー。あと、抹茶さんおやすみ。みのるさんありがとう。ドワークジョンさんおやすみ。パドルさんお疲れ様です。始まりましょう。今日もいろいろありがとうございます。あと、ゆうさんお疲れ様。いつもありがとうございます。嬉しいです。言ってくださってありがとうございます。ということで皆さんまた明日ゆっくりお休みくださいませませませ。はい、こちらこそお疲れ様でした。今日もいろいろ教えていただきありがとうございます。雑談タイムでいろんなことができてよかったです。嬉しいです。みんなには内緒で何がはい、ゆうさんお疲れ様です。はい、くぶじやさんお疲れ様。お元気でありがとう。おやすみなさい。では、See you again. See you tomorrow. Thank you. バイバイ。おやすみなさい。皆さん、今日もありがとうございました。本当にいつもありがとうございます。バイバイ。おやすみ。したっけね。バイバイ。バイ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 。